マイクです。マイクです。モーサントカズヤンイズナウリブ、ストリーミングザレジェンドオブヒーローズ、トレイルズインザスカイ、シャープ15終勝武術大会決勝から、英雄伝説空の奇跡フセボリューション、プスビータ。よし、オッケー。ではすぐ始めます。コバモモスさんとジアンです。本日もよろしくお願いします。英雄伝説空の奇跡 FC エボリューションやっていきましょう。PS ビータ版です。前回は、美術大会2日目ですね。2日目やって、2日目はレイブン戦ですね。レイブン戦やりまして、で、その後に、レイブンから地下水路の、鍵をもらいましたね。で、地下水路を探索してマジやって、レベル上げして、で、その、3日目には、準決勝で、ギルド4人組とぶち当たって、レイブンよりは弱かったですね。CP を試したっていうのもあって、やっぱ CP を貯めるのがベストだと思いますね、この話は。で、ギルド倒して、で、あれですね、ギルドの人から、マスターから、鍵2をもらいましたね。地下水路の鍵2、B をもらって、そこもまたクリアして、で、4日目での決勝戦の状態ですね。よろしくお願いします。で、前回終わって配信見直して、宝1個逃してるのあったんですけど、場所がわかりませんでした。もしかしていけないのか、隠しであんのか、ちょっとよくわかんないですね。わかんないんで先に進めます。というわけでいきましょう。これは皆様、グランアリーナへようこそ。一度中に入ったら試合終了まで競技場から出ないようお願いしているのですが、準備の方はよろしいでしょうか。かしこまりました。皆さんの控室はホールに入って右手にある青の組の控室です。それでは健闘を祈ります。私たちだけだとめちゃめちゃ広く感じるわね。自動で移動してますね。団体競技やサーカスなんかもできるよう作られた場所だからね。昔は大型魔獣との戦いなんていうイベントも行われていたみたいだよ。へえ、だからこんなに大きな控室になってるわけね。帝都のオペラ劇場に比べると設備の面では物足りないが、野外コンサートなんていうのも悪くないかもしれないね。何の話よ、何の。しかし今日はどうやら早く来すぎちまったようだな。考えてみりゃ1試合だけだから始まる時間は遅いはずだ。そうなの？試合が始まるまでただ待ってるのは退屈かも。だったら試合が始まるまで場内を散策してこようか。そうね。ジンさん、オリビエ、私たち散歩に行ってくるわ。ああ、時間までには戻ってこいよ。また余計な時間稼ぎを。へえ、どういう風の吹き回しだ？お前さんのことだからてっきりついていくと思ったが。いやね、二人の雰囲気が少し変わったような気がしてね。あれは何か進展があったと見たね。ほう、よく見ているじゃないか。確かにあの二人、この大会に妙なプレッシャーを感じていたみたいだが、今日はどこか吹っ切れたようないい表情をしてやがったな。いやー、若いもんは羨ましいね。でもまだまだ仕込みは不十分といったところかな。もう少し進展した方が。
美味しくいただけるに違いない。なんでいただけるからかいがいがありそうだ。からかいたいだけ。やれやれ。悪趣味だね。毒。どうしたの？ひょっとして体調が悪い？なんだか邪悪な意志を感じて、人を出しに楽しんでやろうという、調子に乗ったよこしまな意志を。なんとなく、誰だか見当はつきそうだね。さて、隙のない特務部隊の連中とどう戦ったもんだか。攻めるにしても守るにしても、あの隊長さんが重要なことに変わりはないだろうな。おや、もう戻ってきたのかい？試合までまだ時間があるようだ。もう少し二人でブラブラしてリラックスしてきたまえ。なんかあんたがまともなこと言うと、かえって怪しいのよね。フラグを立てておいてますね。おっと、まだ試合場に出ても仕方ないわね。しばらく時間があるし、競技場の中を散歩してこよっと。結局上しか行けねえんじゃねえのか。なんかドロシーとかいるかもしれないですね。お、来てるじあれ？クルツさん、どうしたの？ゃん。応援しに来たんだ。ああ、君たちか。いよいよ決勝戦だな。いい試合を期待しているぞ。任せて。って、クルツさん、なんだか顔色が悪くない？そうですね。真っ青な顔をしていますよ。いや、さっきからめまいがしてね。おかしいな。体調は悪くないんだが、あの時の後遺症か？おう。後遺症って、まさか昨日の試合の？でも昨日ってうちらとやったんじゃん。違う違う。3ヶ月ほど前の事故さ。仕事中に失敗したらしくて、あちこちに怪我を負ってね。仕事に失敗したらしい？ずいぶん曖昧な言い方ですね。ああ、恥ずかしながら事故前後の記憶が曖昧でね。どんな仕事をしていたのかスポッと忘れてしまったのさ。医者は事故のショックじゃないかって言ってるんだが。そうだったんだ。でも、そんな状態で出場しちゃってよかったの？さっきも言った通り、もう体の方は本調子でね。君たちと話しているうちに気分も良くなってきた。もう大丈夫だ。大丈夫か。そう？確かに顔色が良くなってきましたね。でも、無理はしないでください。ありがとう。君たちこそ、決勝戦頑張ってくれよ。私たちの分も。赤マスターでかい兄ちゃん。あ、ジンの。ジンと勝利ってことですね。やあ、あんたたち、いいかい？リラックスして、いつも通りにやればいいんだ。気負うことはないんだからね。今日はみんなで君たちの応援に回らせてもらうぜ。遊撃士の代表として恥じない試合を期待しているからな。今日は遊撃士クルスさん以外は普通ですね。いいかい？リラックスして、いつも通りにやればいいんだ。気負うことはない。やあ、新人くんたち。相手の強さは相当なものだけど、勝ち目があるはずだよ。君たちならきっと大丈夫。応援してるからね。噂じゃ、相手もかなり強いみたいだけど、君たちならきっと大丈夫。応援してるからね。あ、やっぱドルシーいますね。あ、ちょっと待って。教授もいいんじゃん。やあ、エステル君、ヨシア君。あれ？アルバ教授。見に来てくれたんですか？君たちにはいろいろとお世話になりましたからね。その恩人の晴れ舞台ですから、絶対に見に行こうと思いまして。ありがとう。でも、よくチケットを買うミラなんかあったわね。いやあ、それがですね、資料館の館長さんが急な用事で見物に来られなくなってしまいまして、それでそのチケットを譲っていただいた次第なんです。なんだ、やっぱりロハか。申し訳ないですが、応援する気持ちは
他の方には負けませんよ。どうか頑張ってくださいね。任せて。精一杯頑張ります。君たちを応援する気持ちは他の方には負けませんよ。どうか頑張ってくださいね。いやー、多いね。それ以外は目新しいのいないですかね。うん。なんかどっかの師匠とかも来てるわけでもなさそうです。ボスとかね。まあ気になるね。あ、でも普通の子供か。あれか。入り口にいた子供か。はいはい。エステルちゃんたちだ。すごいよ。いよいよ決勝戦だね。私、飛び上がりたいくらい興奮してきちゃったよ。どう落ち着きなさいってば。落ち着いて集中しないと、ベストショットを取り逃しちゃいますよ。心配ご無用だもん。私、落ち着きのない時の方がいい写真撮れるみたいだから。むしろその方が自然体みたい。そうなんですか。さすがドロシー。とことん規格外の才能ね。これ全部かな。セーブデータを分けとくか。エステル、部屋が違わない？僕たちの控室は、向かって右手にある部屋だったはずだよ。あ、そうだったわね。毎回間違い。あれちょっと待って。ってことはあとは受付のとこでなんかあんの？ん？そこにいるのは、エステル君とヨシュア君か。お？誰だ？フランス市長。今日は、はい。ルーアンだね。どうしてこんなところに？いやー、久しぶりじゃの。シェラザード君から話を聞いて、王国各地を旅しているのは知っておったが、最初のとこだ。最初のとこの市長さんだ。二人とも、しばらく見ないうちに、いい顔つきになったじゃないか。ありがとうございます。自分じゃあんまりわからないけど、市長さんの方は相変わらず元気そうで、ちょっと安心しちゃったわ。まだまだ若い者には負けてはおれんよ。それよりも、武術大会に出場して決勝まで行ったそうじゃないか。年がいもなくつい見物に来てしまったよ。見物のためにロレントから来てくれたの？いや、そうじゃないんだ。実は、グランセル城の晩餐会に突然招待されてしまってな。それで今朝の定期船で王都に到着したばかりなんじゃ。お城の晩餐会？晩餐会か。なるほど。そうだったんですか。その晩餐会。デュナン公爵に招待されたものじゃありませんか。よく知っておるの。もともと生誕祭の式典には夫婦で出席するつもりじゃったから、近いうちに来ていたはずじゃが、いきなり軍の女性士官がやってきて、晩餐会に出るよう要請してきてな。あれは大尉か。カルーネ大尉か。その女性士官って、カノーネ大尉だね。きっと。ただ、ミレーヌのやつは旅行の準備が整わなくてな。仕方がないので、わしだけ先に来たというわけじゃ。そっか、ミレーヌおばさんは来てないんだ。市長、実は僕たちも、もしかしたらその晩餐会に出るかもしれません。ほ？公爵の提案で武術大会に優勝者は晩餐会に招待されることを説明した。なるほど。そういうことになっていたのか。
陛下がご不調の折の晩餐会などあまり出たくはなかったが、君たちが一緒なら気が紛れるというものじゃ。こりゃますます君たちに勝ってもらわなくてはならんの。わかったわ。ご期待に添えるよう頑張ります。それじゃ私は観客席の方に行っておるよ。頑張ってな、エステル君、ヨシュア君。まさかクラウス市長も晩餐会に出席するなんて。ってことはメーベル市長なんかも呼ばれてるのかしら。メーベルしてもボスね。可能性は高そうだね。多分有力者たちを集めて話があるんじゃないかな。まあいっか。なんとか試合に勝って晩餐会に出ればわかるもんね。そうだね。そろそろ控室に戻ろうか。もうすぐ会場の時間だと思うよ。了解。いやーなんか、記憶メンバー集めてなんか事件が起きるか。エステル、そっちは出口。おっと、帰るわけにはいかないわね。あ、じゃあこれで行きましょうか。ゆふー。ユナン公爵。あ、こちら、今回、大佐とカルーネもいますね。カノンネ。今日は、リシャール大佐も公爵と一緒に来てるみたい。そうだね。公爵のお供のついでに、部下の試合を見に来たのかな。おお、あれが巷で人気の王国軍情報部のリーダーか。男前だが風格を感じさせる。なかなかの人物みたいだな。まあ、確かにそうなんだけどね。ボースで見かけた時からさらなる風格を漂わせるようになったみたいだね。こうなっては仕方ない。このオリビエ・レンハイムのライバルと認定しようじゃないか。あんたにライバル視されてもね。始まるみたいだよ。皆様、大変長らくお待たせしました。これより武術大会本戦最終日を始めます。予選開始から1週間にわたって開催されてきた武術大会ですが、本日をもちましていよいよ最終日となりました。勝利と栄光をつかむのは一体どちらのチームなのか。それでは決勝戦のカードを発表させていただきます。南青の組、カルバード共和国出身武術家ジン以下4名のチーム。北赤の組、王国軍情報部特務部隊所属ロランス少尉以下4名のチーム。よっしゃー、出番ね。いよいよだ。今回ばかりは本気で行かせてもらうよ。泣いても笑ってもこれが最後だ。気合を入れていくぞ。ケイ。さすがに今までの連中よりは歯応えがありそうだな。しかし、チームの半分が青さの取れない少年少女と、所詮、我々の敵ではなさそうだ。侮るな。その少年たちは遊撃士協会の人間なのだぞ。すると、報告にあった。その可能性もある。くれぐれも気を抜くな。了解であります。ほーら、何ごちゃごちゃ言ってるのよ。エステル君、多めに見てあげてくれたまえ。そんな仮面をつけるくらいだから、よほど自分の顔に自信がないのだろう。僕の芸術的な美貌をやっかんで、こそこそ陰口を叩くのも無理はないさ。どうしてそうなる？都合のいい解釈をするな。ロランス少尉と言いましたね。何かの証明。よしよ。あなたの立ち筋は。
何でもありません。どうか、よろしくお願いします。こちらこそお手柔らかにな。まあ、知ってるんでしょうね。でもなんか、ヨシワが、こういう異変を感じたのって、前は銀の髪のやつですよね。学園。それぐらいしかなかった気がしますね。まあ、それとは別のキャラってことですかね。ほら、おしゃべりはそのくらいにしておきな。そろそろ始まるぞ。これより武術大会決勝戦を行います。両チーム開始位置についてください。エイドスも昇蘭あれ。双方構え。勝負始め。僕の番だね。お、来たね。銀の弾丸。銀の弾丸、ここで流れるんだ。いやー、これ、どうしようか、もう、ぶっ飛ばしていきましょうか。行くよ。一気に殲滅する。いやー、でも、雑魚からやった方がいいと思うんだよな。これで終わりだ。全然当たってなかったもんね、今。1400か。僕の番だね。200溜まってるんで、普通に殴って必殺技でっていう感じですかね。そこ行くとしようか。お、いいね。美の真髄を見たまえ。ハウリングバレット。いや、名曲っすね、華麗な一撃さ。行くぞ。せい。俺の番だな。倒せなかったな。どうしよっかな。このやつ倒せそうですけどね。こいつにやったらいいの気のつけ、まあいいや、減らしましょう。もらった。王位流戦着。で、ここっすよね。200だから。いや、でもこれ多分倒せんだよね。倒せるんで、これで、こうして、余ったのでいきましょうか。あ、それかエステルだけ残すっていうのもあり。あ、いっか。いいや、これ倒せる。倒せるんで、こういきましょう。これで決める。あとはもう気合で。あとは気合でいきましょう。アーツ使ってくんの？アースガード。デフか。デフアップですかね。マックスガードか。ああ、じゃあこれは殴れば消える感じね。あ、そうっすね。俺の番だな。せい。いや、99しか当たんねえじゃん。いや、勝ってえな、こいつ。そこふい。せい。で、アースガードです。うざさマックスですね。いや、でも、モブがいねえからそういうのやりやすいっすね。いいでよ、分け身。幻影。うわぁ、そんなのもやってくんだ。僕の番だね。どうしよっかね。マックスか、こっち。でもこっちが本体ですよね、あくまで。いやー、当たんねえのかよ。ふざけんなよ、この野郎。ちょっと待ってね。かけるか、いいでよ、幻影。こいつに必殺技使うべきでしたね。行くとしようか。今更感ですけど。これはどうかな。それ。あ、でもあれかな、弱い方は、分身の方はそんな体力ねえんだ。ただ攻撃が痛いんで、その注意か。届かねえ。いやーもう、でも狙ってった方がいいっすよね。絶影だったら当たるかな、とりあえず。遅い。そう。しかも BA にならんでしょ。数減らすか。行くぞ。一体しました。
フォースアースガードしかできねえからね。行くとしようか。また分身しそうですけどね。常に3体の状態にしてくるかもしれないです、ね。行くよ。はい。よし。行くぞ。CP 貯めた方がいいっすかね。貯めて、必殺技使った方がいいかもしれないですね。任せて。せい。比較的ヨシは貯めやすいんで。僕の番だね。いいでよ、幻影。まあ、そうなるよ。俺の番だな。せい。行くとしようか。罠使ってもいいや。これはどうかな。それ。私の番ね。は僕の番だね。一気に殲滅する。モブは死んでくれるとありがたいですね。これで終わりだ。あ、いいっすね。モブ死ぬわ、これ。俺の番だな。で、行くとしようか。回復しときましょう。自分アーツ、駆動。見切れるか。あ、駆動いや、いや、攻撃回数多すぎだって。行くよ。せい。見切れるか。私の番ね。いいね。は俺の番だな。せい。あったれよ、もう。せっかくバフかかってる。僕の番だね。全然役に立たない。逃がさん。いやー、もう完全なる必殺技ゲーですね、これ。必殺技できねえと何もできねえですね。行くぞ。見切れるか。いや、ちょっと待って、さらに増えんのか。いやー、これは想定してなかったな。オリビエの攻撃いけるか。僕の番だね。これはどうかな。それ。オッケー。減らせれば。僕の番だね。はっ。俺の番だ止まな。った。これ倒したんじゃないの？一気に殲滅する。これで終わりだ。あ、いった。見事だ。よし。オッケー。もう大丈夫だ。まあでも本気出してないとかそういう類だと思うんですけどね。勝負あり。青の組、陣チームの勝ち。バカな。エリユキの特務部隊を代表する我々が負けるとは。やられたな。勝った。勝てたのか。さすがに疲れたね。それではこれより優勝チームに公爵閣下の祝福の言葉が贈られます。いらねえ。代表者ジン・ワセック選手、どうぞ前にお進みください。こ
おしゃ閣下。おお、近くで見ると本当に大きいのだな。東方人というのは皆そなたのように大きいのか？いや、自分は規格外ですな。幼き頃よりよく食べよく眠り、鍛えていたら自然とこうなりもした。生来物事を深く考えないたちゆえ、図体ばかり大きくなったのでしょう。はははなるほどな。気に入ったぞ、ジンとやら。賞金10万ミラと晩餐会への招待状を送るものとする。10万くれんのか。ありがたき幸せ。晩餐会の招待状を手に入れた。おっしゃ、マジで10万入ったわ。そなたとそなたの仲間にエイドスの祝福と栄光を。もう欲しい装備ないっすけどね。親愛なる市民諸君、勝者に惜しみない拍手と喝采を。面白い者たちが優勝することになったものだな。まったく。恥を知りなさい、ロランス少尉。あのような者たちに遅れをとって、閣下の顔に泥を塗るなんて。日頃のふてぶてしい態度は、どうやらこけ脅しだったよね。恐縮です。カノーネ君、そう責めないでやってくれ。実は私の方から、ロランス君に全力を出さないように頼んだ。でしょうね。情報部はその性質上、黒子の役に徹せねばならない。いや、全力じゃなくてもあれかよ。今回のように、花のあるチームが優勝する方が望ましいだろう。なるほど。公爵閣下も、あの東方人を予想以上に気に入られた様子。目くらましにはもってこいですわね。しかし、今年の大会は残念だったな。親衛隊のシュバルツ中尉やモルガン将軍が参加していれば、もっと華やかになっただろうに。お戯れを。そういうことなら、閣下ご自身が出場なさればよろしかったのに、あの小尺なユリアなど、足元にも及ばぬ腕前なのですから。私はそれほど自信家ではないつもりだよ。本気を出したロランス君には、あまり勝てる気がしないから。お戯れは、閣下は少々、私のことを買いかぶりすぎているようだ。軍人とは名ばかりの、両兵上がりの武骨者に過ぎません。これでも、人を見る目は確かなつもりだ。君に対抗できるとすれば、それこそあの男くらいだろう。その彼のことですが、このままでは、彼の子供たちがグランセル城に入ってしまいますわ。カシウスのこと言ってんのかな。何らかの措置を講じましょうか。放っておきたまえ。公爵閣下が約束してしまったことだ。今さら遊撃士協会が介入しても計画が止まることはありえない。ですがロランス君、計画の進行度はどのくらいだ？現在 90% を超えました。一両日中には最終地点へ閣下をご案内できるかと思います。よし、いいぞ。王国の夜明けは近い。たとえ逆賊の汚名を受けても、必ずや、この手で明日を切り開くのみ。なんていうか、すっごい戦いだったわよね。あのロランス少尉ってのも、想像以上に手強かったし。よく勝てたと思う。今でも信じられないな。気に入らんな。いや、なんでもない。それよりも、晩餐会ってのは早速今夜あるみたいだな。結構遅くまであるらしいから、部屋も用意してくれるみたいだぜ。やれやれ。太っ腹なことだ。お偉方と同席というのは堅苦しいような気もするが、やはりリベール宮廷料理にありつけるのは楽しみで仕方ない。今から想像しただけでもよだれが出てしまいそうだよ、ジュルリ。出てるってば。出てんのか。オリビエさんに関しては何のプレッシャーもなさそうですね。それでは行こうじゃないか。僕たちをもてなしてくれる愛と希望のパラダイスに。そうことが運ぶと思うか？お
は君は来たらオリビエの側近ですね。貴様というやつは、ミラーか。毎日毎日ふらりと出かけて何をしているのかと思えば、まさか立場もわきまえずに武術大会に参加していたとは。やだな、ミュラー君。そんなに怖い顔をするものじゃないよ。笑う角には福来たる。スマイルスマイル。誰が怖い顔をさせているか。あの制服って、もしかして。エレボニア帝国の軍服だ。なかなかやりそうな兄さんだ。お初にお目にかかる。自分の名はミュラー。先日エレボニア大使館の駐在武官として赴任したものだ。そこのお調子者とは、まあ、昔からの知り合いでな。いわゆる、幼馴染というやつでね。いつもいかめしい顔だが、これで可愛いところがあるのだよ。いいから黙れはい。失礼した。どうやら、このお調子者が迷惑をかけてしまったようだ。帝国大使館を代表してお詫びする。迷惑ってほどじゃないけど、試合じゃ、オリビエの銃と魔法に随分助けられちゃったし。オリビエさん、武術大会に出ていたことを大使館に隠していたんですか？別に隠してたわけじゃないさ。ただ、言わなかっただけだよ。そういうのを隠していたというのだまあいい。過ぎたことを言っても仕方ない。お怒りです。とっとと大使館に戻るぞ。え？今日は飲めねえんだ。ちょっと待ちたまえ。僕たちはこれから素敵でゴージャスな晩餐会に招待されているんですけど。晩餐会も参加できね素敵にゴージャスだから、なおさら出られると困るのだ。お前にはしばらく大使館で謹慎してもらうぞ。謹慎。マジで？俺は冗談など言わん。そんな戦勝な！晩餐会だけを心の支えにここまで頑張ってきたのに。あれ、ちょっとオリビエここで離脱すんのか？さすがに、ちょっとかわいそうじゃない？晩餐会に出席するくらい別に構わんのじゃないか？何か理由でもあるんですか？君たち、ナイスフォロー！ああ、仲間というのはなんと美しいものだろうか。どこぞの薄情な幼馴染とは比べ物にならない温かさだね。君たちは、事態の深刻さがいまいち理解できていないようだ。いいか、想像してみろ。王族が主催する各地の有力者が集まる晩餐会。そこで、立場もわきまえずに傍若無人に振る舞うお調子者。それが帝国人だと分かった日には、ちょっと皆さん、どうしてそこで黙るんですか？ごめん、オリビエ。その人の心配ももっともだわ。確かに。さすがに、王城の晩餐会で、いつものノリはまずいですよね。国際問題にも発展しかねえな。うわ！手のひらを返すように。終戦から10年目。ただでさえ微妙な時期なのだ。我慢してもらうぞ。オリビエ！ちょっと待ってくださいよ、ミラーさん！黙っていたことは謝るからさ！問答無用！僕の晩餐会僕の宮廷料残念。いいのかな？帝国は独立国家ってわけではないんですね。友好条約なんか結んでるんです。気の毒だけど、こういうこともあるよ。大使館があるぐらいですね。人間万事、採用が馬ってやつだ。せいぜいやっこさんの分まで楽しんできてやるとしようぜ。仕方ないか。それじゃ、気を取り直して、グランセル城に行きましょう。あ、これで城に行く流れか。で、多分ここ会話が違うんで、ここでセーブしましょうか。ここでか。よいしょ。ちょこちょこ登場人物がいるとは思うんですけど。
にほらいた。どれにしようかな。どれも可愛いな。ぬいぐるみ見てんの。せっかく花の音に来たんだから、時間があるときは楽しまなきゃね。この状態で本屋を見ときましょうか。あ、変わってないですね。あとギルドとかその辺も売ってる感じですか。ありがとうございます。残念ながら大使館の缶詰状態です。あ、いつも二人ここにいないっていう。そのジンはいるけどね。ない。みんなから聞きましたよ。優勝おめでとうございます。ありがとう、エルナンさん。クルツさんたちの話を聞くと、すごい激闘だったそうですね。そうね。今度あいつらと再戦したら、もう一度勝てるかどうか。決して簡単なことではないよね。勝負に時の運はつきものですが、勝利を引き寄せたのは、あなたたちの自力があったからこそです。大丈夫。あなたたちは、まだまだこれからも伸びますよ。励みになったし、ますます頑張るわ。今日はお疲れでしょうが、晩餐会の件、よろしくお願いしますね。任せといて。本当は CP を貯めたいとこなんですけど、3人なんで参っちゃいますか。いや、優勝おめでとう。実に見応えのある試合だったよ。君たちのような若い私も、もっともっと精進しなくてはね。君たちのような若い遊撃士が出てきたことは、私たちにとっても励みになるな。私自身も。いやー、優勝おめでとう。とても見応えのある試合で、私たちにも参考になったよ。あんたたちとはいつか一緒に仕事をしたいもんだね。あれ赤髪のやつ先いないですね。どうしこっちエステルさんたちだ。優勝おめでとう。エキサイティングな試合だったね。もう興奮のあまりバシャバシャ写真撮りまくっちゃったよ。こんなところですらボイスを入れてるんだもんね。絶対ほとんどのプレイヤー見逃すと思うんですけどね。ちなみにナイアラいますかね。ナイアラさん。いないですね。キツネ目の女タイヤ、腹が立つったらありやしね。同じ闇を一つ増やす。日立って去っていく。ああ、いないんだ。じゃあ、いっか。見ましょう、俺。よし。晩餐会。平和に終わってほしいもんですけど、まあ、何らかしら起きるでしょうね。大佐がなんか言ってたもんね。あ、ちょっと待って。ユリアさんはいるのかな。
いないっす。ユリアさんいねえんだ。いねえならいないでいいですけど。あ、扉に鍵がかかってる。いやー、ここなんか後々使うんですかね。もともと祭壇の裏で出るっていう流れになってました。ああ、いや、いないっすわ。さすがにいねえか。いや、行きましょう。マジで、ほんとこれやりだすとキリがないです。全部の会話変わるからな。おっと、もう城に入るのか？晩餐会が終わったら城の客室に泊めてもらうから、明日まで町には戻れんが。わかった、まだ。なんかあるんですかね。一応セーブは残しときますけど。残しとけばいいです。おっと、晩餐会が終わっ。それじゃ、城の門番に招待状を見せてやることにしよう。なんだかドキドキしてきちゃったわ。確かに、こんな招待のされ方、めったに体験できそうもないね。最悪ボス戦になってもまあ、この先は女王陛下のいらっしゃるグランセール城だ。用がないのであれば、どうかお引き取りください。って、あれ？どうも、こんにちは。先日は失礼しました。なんだ、お前さんたちか。まだ王都に滞在していたのかい？うん、ちょっと用事があってね。今日は正式に招待されてこちらに伺わせていただきました。正式に招待されて？公爵さん直々に招待状をもらったのさ。巨人か？ほらよ、こいつが招待状だ。こいつら応援できてねえから、知らねえんだ。こっから動けないっすもんね。ジン選手以下、武術大会で見事優勝した4名の者を晩餐会に招待する。そうか。あなたたちが武術大会の。そういや、優勝したのは、でかい東方神の武術家が率いるチームとか言ってたな。もしかして、お前さんたちも同じチームだったってことか？実はそうなのよね。微力ながら、お手伝いさせてもらいました。なるほど。そうだったのか。あなたたちのことは、助官長から聞かされています。一人足りないみたいですが、その方はどうなさったんですか？使徒野暮用でね、来られなくなっちまったんだ。俺たちだけで出席させてもらうぜ。そうか、そりゃあ残念だな。まあいいや、中へと案内させてもらうぜ。武術大会の優勝者、ジン選手以下3名がご来場。いやー、こっからね、ワクワクっすね。どういう展開になってるんでしょうね。あんだけ武術大会長引いたからね。ハーケン門もそうだったけど、この城門も迫力あるわね。それに、さすが王城だけあって、堅牢そうな作りをしてますね。そりゃあ難攻不落の城だからな。建国以来、アーネンベルクを外敵が突破したことはないが、貴族の反乱で王都が戦火に包まれたことは何度かあったんだ。だけどその度に、この城は反乱軍の突入を撃退して、王家の方々と避難民を守った。そんな話が残っているくらいさ。へえ、そんなことがあったんだ。歴史ある国ならではの古き良き逸話ってやつだな。さてと。ようこそ、女王陛下のグランセル城へ。そのまま中に入ったら案内係が待っているはずだぜ。それでは皆さん、良き夕べを。探索できんのかな？
さすがに広いです。当然といえば当然だけど、今まで見てきたどの屋敷よりも圧倒的に豪華だね。ただ豪華なだけじゃなくて、歴史と伝統を感じさせる壮麗さ、つくづく古き王国の格式と伝統を感じさせるね。ようこそグランセル城へ。ジン選手ご一行でいらっしゃいますわね。あるカノーネ。カノーネ大尉。予想してなかったわけじゃないけど。ああ、そうだ。公爵さんの招待を受けて参上した。あんたは申し遅れました。グランセル城の警備を担当する情報部のカノーネ大尉と申します。ジェーン選手ご一行におかれましては、ご優勝おめでとうございます。試合を拝見させていただきましたが、凛々しくて本当に素敵でしたわ。ああ、それほどでも。そちらこそ、その若さと美貌で軍の大尉とは本当に驚きですな。よほど優秀でいらっしゃるのだろう。まあ、お上手でいらっしゃいますこと。でも、そちらの若き遊撃士殿ほどではありませんわ。エステル・ブライトさん、ヨシュア・ブライトさん、ザイスでの事件以来ですわね。そうね。ご無沙汰していました。あいにくですが、ラッセル博士の一件はまだ解決していないのです。どうやら、博士と孫娘さんを誘拐した不届き者がいるらしくて、エステルさんたちにお心当たりはないかしら。さあ、全然心当たりないわね。あの事件は声優劇士に任せて、僕たちは王都に向かいましたから、その後の続報も聞いていません。そう。それは本当に残念ですわ。まあ、情報部の力をもってすれば、誘拐犯の逮捕も時間の問題でしょう。楽しみに待っていてくださいね。このメギツネ。わかりました。博士は僕たちにとっても恩人なので、よろしくお願いします。それはもちろん。さて、それでは皆さんをお部屋までご案内申し上げましょう。シアさん、あとはお任せしてもいいかしら。はい、お任せくださいませ。念を押しておきますが、お客様につまらない話をして失礼をかけることがないように。いいですわね。はい、わかっております。それでよろしい。それでは皆さん、良き夕べをお過ごしください。私は、これで失礼しますわ。なかなかいい女だね。ジーンさん、悪趣味ね。あんなメギツネっぽいののどこがいいっていうのよ。ああいう人がジンさんのタイプなんですか？ああいうのに限って根が純情だったりするんだよな。そのギャップがまたそそるっつうか。ダメだこりゃ。どうでもいいけど、なんだかおじさんっぽいわよ。ごめんごめん。私たちを部屋まで案内してくれるんだっけ？はい。ご案内させていただきます。申し遅れました。私、次女のシアと申します。そっか、夫人ってのに会わないといけない。今夜の晩餐会から明日まで皆さんのお世話をさせていただきます。何か不便がございましたらいつでもお申し付けくださいませ。ああ、よろしく頼むぜ。それでは部屋まで案内していただけますか？はい。お部屋はお2階にございます。こっからずっとフルボイス。すごいですね。めちゃくちゃ長そうだな。巨大なシャンデリアもつくづく豪華絢爛ね。エステル、騒がないの。ところで、そちらの入り口は？謁見の間ですわ。女王陛下が来客に会われる時にお使いになられます。最近は使われておりませんが。なるほど。しかし、
女王陛下の病気はそんなに悪いのかい？もうすぐ生誕祭なんだろ？いえ、最近では陛下のお世話は助官長がなさっているのです。私はあまりそういったことは知らされていなくて、それでは参りましょう。なるほど。どういう状態かわかんないんだ。カノーネが把握してる。監禁してるような状態ですね。こちらが皆様にお泊まりになっていただくお部屋です。どうぞ中にお入りください。それでは失礼します。こんなところに泊まれるなんて、ちょっと想像できなかったな。いやー、なんていうか、いい土産話になりそうだぜ。晩餐会が始まるまでしばらくあるかと存じます。場内は自由に見学していただいて構いませんが、警備上の理由で立ち入り禁止にしている区画があります。くれぐれも立ち入りはご遠慮ください。具体的にはどういうところがダメなわけ？まずは、女王陛下がいらっしゃる女王宮ですね。屋上にある空中庭園の一角に築かれた小宮殿ですわ。空中庭園、すごく綺麗そうな雰囲気ね。生誕祭の時には、そこのテラスから王都の市民に陛下が挨拶してくださるんです。一番気になるとこ行けねえんだ。空中庭園に出るくらいなら大丈夫だと思いますよ。それと、他の立ち入り禁止場所ですが、庭園までは行けんのか。1階にある親衛隊の詰所と、地下の宝物庫がそうなっております。親衛隊の詰所っていうと、確かテロリストとして指名手配されてる連中らしいな。はい。現在その詰所は、情報部の方々が使用されています。立ち入りは禁じられているので、どうかご了承くださいませ。大体わかりました。ところで、晩餐会に招待されている他の方々はどうしているんですか？すでに全員お見えになっていますわ。多分それぞれのお部屋でくつろいでいらっしゃるかと思います。そうですか。それじゃあもうクラウス市長も来てるんだ。はい、先ほどいらっしゃったばかりですわ。それでは私は失礼しますが、何かご用がございましたら1階の控室までご連絡ください。さてと、エステルとヨシはジンに気づかれないよう目くわせをした。そうだね。ねえ、ジンさん。私たち、ちょっとお城の中を見物しに行きたいんだけど。晩餐会が始まるまでには戻ります。やれやれ。試合の後だっていうのに、若いもんはタフだね。いいぜ、行ってきな。俺は飯まで、この豪勢な部屋でのんびりと休ませてもらうぜ。晩餐会が始まるまでにできる限りのことをしなくちゃ。まずは、ユリアさんが言ってたヒルダ夫人に会わなくちゃね。それと、他の招待客にも会って挨拶をしておいた方がいいと思う。結局全員に話す。多分、顔見知りが多いだろうからね。いや、ちょっとめちゃくちゃ広いだろう。うわーいや、めちゃくちゃ広いだろうね、これ。いつもなら酒場にいる時間だけに腹が減ってきたぜ。晩餐会はまだかね。宮廷料理フルコースが待ち遠しいぜ。全く情報部の奴らと来たら一体何様のつもりじゃ。許可もなく貸し出し禁止の重要な資料を持っていきよって。やっぱ怪しいことを考えてるんですね。持ち出し禁止のってこと。お、来たね。まずは市長ですね。おお、来たか。エステル君、ヨシュア君。あ、学園長だ。久しぶりだの。あれ、学園長先生。ひょっとして、学園長も晩餐会に招待されたんですか？今日の定期戦でルーアンから飛んできたのだよ。それよりも、市長から聞いたよ。
武術大会で優勝したそうだね。ジル君たちが聞いたら喜ぶだろう。どうもありがとうございます。それにしても、学園長まで招待されているとは思いませんでした。コリンズ学園長といえば、王国会議にも出席されているリベール随一の賢人じゃからな。晩餐会に招待されても何ら不思議ではないと言えよ。賢人というのはさすがに持ち上げすぎでしょう。王国会議って？年に一度開かれている王国全体の問題を決める会議だよ。女王陛下や各地の市長、各界の代表者が集まって様々な問題を協議するんだ。へえ、そんなものがあるんだ。じゃあ、その時と同じメンバーが今日の晩餐会には招待されているのね。いや実質半数にしか過ぎない。女王陛下はご不調であるし、モルガン将軍は軍務で忙しい。ルーアンのダルモア市長は例の事件で逮捕されてしまった。そしてラッセル博士はあの人の事件に関しては未だに不可解な点が多いですの。親衛隊も加わっていたという大規模なテロ組織の仕業というのはどこまで本当なのやら。まったくこのような状況で晩餐会とは正気とも思えんですわい。まあ公爵閣下の真意がどこにあるかを確かめるためにも晩餐会に出る必要はありそうですな。女王陛下へのお見舞いを許していただく必要もありますし。まさにそれが一番の問題ですの。このグランセル城に来て陛下のご尊顔を拝見できぬことほど馬鹿げた話はありませんからな。それにクローディア姫にも久しぶりにお会いしたいものじゃ。クローディア姫って確か女王様のお孫さんよね。その方もグランセル城に住んでいらっしゃるんですか？いや、普段は別の場所で暮らしてらっしゃるそうじゃが、ただ数日ほど前から王都に来ているとは聞いておるぞ。へえ、そうなんだ。機会があったら一度でいいから見てみたいわね。君たちならばきっとお目にかかる機会もあるだろう。そういえば君たちクローゼ君には会えたのかな？王都で会う約束をしていると彼女から聞いたのだな。そういえばそうだ。それがまだギルドにも連絡がなくて。では彼女はもう王都に来ているはずなんですね。そのはずだが、少々気になるな。王都に帰る前にテレサ院長のところに立ち寄っているだけかもしれないが。まったくこのような状況で晩餐会を開く公爵の気が知れんわい。2回話すぐらいでちょうど良さそうですね。それにしてもオリビエは頑張ったのに気の毒だったな。やっぱり2回ですね。ま、仕方あるまいて。ドット市長ですね。ボースの。あ、メイベル市長。メイベル市長。それにリラさんも。エステル様にヨシア様。やっと会えましたわね。リラさんセットですね。お二人が訪ねてきてくださるのを今か今かと待っていましたのよ。やっぱりメイベル市長も晩餐会に招待されてたのね。あれ？でもどうして私たちが来るって？クラウス市長から聞いたんですの。お二人が武術大会に出場して見事優勝して晩餐会に招かれたって。はぁ、そうとしていれば他の仕事を全部投げ打ってでもお二人の応援に来ましたのに。お言葉ですがお嬢様、その時はお嬢様ご自身が後々苦労することになるだけでは。そんなの分かってますわ。相変わらず忙しそうなのね。まったく女王陛下ならともかくあの公爵主催の晩餐会などに出る暇などありませんのに。軍の女性士官が必要に出席するように促してきて仕方なく王都に来たんですの。情報部のカノーネ大尉ですね。ええ、
その方、応対は丁寧ですが、陰銀無礼で、どうも好きになれませんでしたわ。全然疲れないですね。最近、モルガン将軍とも、ほとんど連絡が取れませんし。監禁にされてますか？それって、ハーケン門に連絡は取れないんですか？将軍は留守の一点張りで、門前払いといった感じですわ。なんでも、テロ事件の対策のため、忙しくしてらっしゃるそうです。ひょっとしたら、今夜の晩餐会で会えるかと思いましたけど、どうやら出席はされないようですね。そうなんだ。市長はどう思われます？この時期に、市長たちを集めて晩餐会が開かれるということを。そうですわね。女王陛下が主催されたのであれば、何か重要な発表があると思いますが、今回は公爵閣下の暇つぶしに付き合わされただけだと思いますわ。陛下の代理という立場を利用して、威張り散らしたいだけなのでしょう。あり得るかも。でも案外、その程度の理由なのかもしれませんね。まあ、ここのグランシェフは、王国一の腕前とも言われていますし、せいぜい美味しいものを食べて、女王陛下のお見舞いをしたら、とっととボースに帰ることにしますわ。まったく、公爵にも困ったものですわね。以前、彼がボースへ視察に来た時も、市内でわがままのし放題。市民から苦情が殺到して、随分手を焼いたものですわ。どこでもそうです。お嬢様は、お二人に会えることを楽しみにしていらっしゃったようです。また、ボースの方にも遊びに来てください。お嬢様は、また、あれ？これ誰もいないっすね。これでこっちが終わりなのか。めちゃくちゃ広いな。これはさすがにいないかな。別件ですね。いない。まあ、こっちは引き続きそうなんだろうけど、いや、下か。下は確か立ち入り禁止だったんだ。ここか。この先は情報部の詰め所だ。民間人の立ち入りは禁止されている。逮捕されたくなければ、近寄らないことだな。なんで逮捕されるんだよ。晩餐会に。この先は、晩餐会に逮捕されなきゃいけない。保安上の理由から、城門の開閉は制限されています。どうぞ城内でおくつろぎください。不自由なことなど何もないはずですよ。城の中特務兵しかいねえってことですよね。ここも怪しい。こっちもあるのか。ああ、どう考えてもこの忍者は仕事は終わらないよ。他の役人は公爵に休暇を取るように言われて城から追い出されちゃったんです。ここは行政区画で、リベロ王国の、政務を行う大切な場所なんだ。まあ、女王様は病気だからデナン公爵から指示を受けて仕事をしてるんだ。通常 NPC は1回で十分。招待客の皆様は公爵の暇つぶしに付き合わされて大変だ。それぞれ忙しいです。全くだよ。なんでしょう。申し訳ありませんけど、私晩餐会の支度で忙しい。食堂っすね。料理長は、宮廷料理が専門だけど、1000の料理を作れる料人と言われてるんだ。最近ネズミが増えたような気がするんだ。ネズミ嫌いの俺として有識事態で。申し訳ありません、お客様。ただいま料理の下ごしらえの最中でして、準備は整い次第係の者がお呼びいたしますね。今しばらくお待ちください。地下もあるよ。マジか、広いっすね、ここ。わー、こんなとこもあんだ。いや、これ後々来るんだ。ここは立ち入り禁止になっている。不審者は容赦なく逮捕するぞ。せいぜい気をつけることだな。後々来るっぽいっすね。なんかのきっかけ。扉が片っぽ閉ざされてるよ。
宝みたいなのはなさそうかな。なさそうっすね。こっちも金曜日。あ、これはここに繋がってんのか。あとはこっちっすね。ここだけの話なんだけどさ、人手は足りているのに、公爵は、次女を増やすようにヒルダ夫人に言ったらしい。どうせろくでもないこと考えてるに決まってる。これは多分、公爵の趣味だと思います。先ほどの廊下でディナーの工作とすれ違ったんです。公爵ったら人のこといやらしい目でジロジロ見るんですよね。やっぱ趣味ですね。分失礼しちゃいます。いや、そういうお方ですからね。残念だな。こっちはこっちは別なのか。なんでしょうね。どうされました？何かご不便でもありました？あ、シアさんだ。そういうわけじゃなくて、後ろの中を見学している最中。そうでしたか。晩餐会はもう少し時間かかるようです。ゆっくり見学なさってください。なるほど。ここはあるか。次女の着替える場所か。見たことあ、ちょっとね、これあれか、ツアイスのあれか。工場長ですかね。おお、エステル君、ヨシア君。工房長さん、やっぱり招待されていたんだ。市長クラスの人が来ているから、工房長もそうだと思っていました。君たちの方こそ、まさか武術大会で優勝してグランセル城に入り込むとはな。入り込む。いやはや、さすがカシウスさんの子供たちだ。いろいろな人に助けてもらったけどね。ところで、ここ数日間に何か動きはありましたか？君たちが王都に向かった直後、情報部のカノーネ隊員が来たんだ。晩餐会への出席は断れなかったが、要塞への侵入工作については、なんとかごまかすことができたよ。逃亡中のラッセル博士たちも、まだ軍に見つかっていないようだ。ただ、この状況が長く続けば、捕まるのは時間の問題だろうな。そっか。先ほど、陛下をお見舞いしたいとカノーネ隊員に頼んではみたが、あっさりと断られてしまったよ。やはり、直接会うのは難しそうだぞ。そうみたいね。でも、当てはあるから大丈夫。なんとしても、博士の伝言を女王陛下に届けます。情報部は非常に抜け目のない連中だ。互いにくれぐれも慎重に行動した方が良さそうだな。ここは誰もいない。あといるとしたら誰でしょうね。もうほとんどいないんですかね。大体なんか見回って気もするけど。まあ、公爵とかはちょっと置いといて。さらに上、そこは空中庭園か。こちら談話室になっております。ごゆっくりどうぞ。ソフトドリンクやお酒も用意しておりますね。遠慮なくお申し付けください。こっちも上行けるね。なんもね。VIP 席です。じゃあ、あとは空中庭園ですね。いや、広いな、ここも。広いっすね。綺麗。ここがお城の空中庭園か。確かに。湖が一望できるし、グランセルの城下町も見下ろせる。見学希望者が多いのも頷けるね。こういう時じゃなかったら、ゆっくり景色を楽しめるんだけど、今はお仕事を優先するしかないわね。どういう感じになってるかね。道とか把握しといた方がいいですかね。
や、これなんか敵と戦闘になるとかになるとかなりだるいっすね。これ結構で広いっすからね。まあでも、シンボルエンカウントなら大丈夫ですけど。戦うとしたら匿名兵がモブとして出てくるから。ここが女王宮みたいだね。いけないですね。いるね。なんだ貴様らは。おい、こいつら。私たち、公爵さんに招待されたものなんだけど。こちらは、陛下のいらっしゃる女王宮でいいんでしょうか？その通りだ。だがここ数日、陛下はご不調でいらっしゃる。お目通りを願っても無駄だぜ。監禁してるってことですね。やだな。そんな大それたこと考えてないわよ。そりゃ、ちょっとはお目にかかれたらなーって思うけど。ところで、クローディア姫もこちらにいらっしゃるんですか？いや、こちらには。おい。クローディア姫はいない。それは熱心に陛下の看病をなさっていらっしゃるぞ。もちろん、お前たちの相手をなさる余裕などないからな。こんなところで、何をなさっているのですか？あ、これ夫人だ。来ました。もうお帰りかな？もうすぐ晩餐会ですから、一旦控室に引き上げます。ところで、こちらのお客様は？武術大会で優勝したチームのものです。たかが遊撃士の身分ですが、一応招待客とは言えるでしょうな。たかが遊撃士って。無礼者！あなた方は王城の招待客を侮辱するおつもりですか？いや、自分たちはたとえ招かれたのが公爵閣下でも、城を来訪された方は陛下のお客様。そのことを忘れてもらっては困ります。了解しました。強いね、夫人。すごい迫力。ひょっとして、この人が。ですが夫人、彼らを通すわけにはいきません。そのことは、大佐の説明で分かっていただけたはずですが。そのことは聞き飽きました。申し訳ありません。お客様、警備上の理由で、女王宮の付近に近づくことは禁じられています。できれば、晩餐会が始まるまで、お部屋でお待ちくださいませんか？はい。わかりました。そうした方が良さそうですね。すみません。いろいろとお騒がせしました。わかればいいのだ。わかれば。どうぞ、気をつけてお戻りください。お客様の前で、見苦しいところをお見せしましたね。これ手紙渡すチャンス。申し遅れました。私の名はヒルダと言います。グランセル城の助官長として、次女の監督に当たっております。やっぱり。あなたがヒルダ夫人だったんですね。おや、失礼ですが、面識がありましたでしょうか？ある人から教えてもらったんです。ユリアの紹介状を渡した。この筆跡は？それだけでわかるんだ。その紹介状と遊撃士の紋章が僕たちの身分証明となります。わかりました。ここでは何ですから、次女たちの控室に参りましょう。そこで話を伺わせていただきます。いや、うまくいくといいっす。お話はわかりました。ラッセル博士の伝言を女王陛下に直接伝えたいと。つまり、そういうことですわね。はい、そうなんです。女王様が本当に調子が悪かったら、ちょっと考え直しますけど。それは問題ないでしょうが、女王宮は先ほどの特務兵によって24時間監視されている状況です。中に入れるのは公爵閣下と大佐殿、そして身の回りの世話を仰せつかった私や次女たちだけなのです。ということは、やっぱり面会するのは難しそうね。24時間かよ。どうしようもできねえじゃん。どうする、エステル。博士の伝言をヒルダ夫人に伝えてもらう手もあるけど。でもやっぱり直接会って話がしたいかも。デュナン公爵の狙いに
リシャール大佐の目的、いろいろとわからないことも多いしね。エステル殿、ヨシュア殿、私に少々考えがあります。晩餐会が終わったら、またここに来ていただけますか？それって、僕たちが女王陛下にお会いできる手段があるということでしょうか？そう考えていただいても結構です。難しいかもしれませんが、試す価値はあるかもしれません。ただ、いささか用意が必要なので、晩餐会が終わってからでもいいですか？やったラッキー。わかりました。晩餐会が終わったら伺います。お待ちしております。料理の下ごしらえが終わったので、そろそろ晩餐会も始まると思います。来ましたね。一度お部屋に戻った方がいいかもしれませんね。料理の下ごしらえが終わったので、一度。どこだ？着替えんとこっすか？ですね。オッケーオッケー。じゃあちょっとトイレ行って、部屋に戻ります。ちょっとお待ちください。よし。よし。お待たせしました。行きましょう。部屋ですね。この状態一回セーブするぐらいがちょうどいいですかね。分けた。セーブデータの容量大丈夫かな？すげえセーブしてますけどね。FC だけ。好きなだけセーブできんだもんだって。こうか。よう、エステル、ヨシュア。随分と遅かったじゃないか。そろそろ晩餐会が始まる時間だぜ。ごめん、ジンさん。あちこち見物していたら、つい時間を忘れちゃってさ。それに、各地の市長さんたちといろいろと話してきちゃったの。へえ。お前さんたち、お偉いさんと知り合いだったのか。ロレントの市長さんとは、普段から親しくさせてもらっているんです。他の方たちとも、旅をしている時に知り合った方々ばかりです。なるほどな。確かに遊撃士の仕事をしてたら、お偉いさんと知り合う機会は多いか。しかし、その様子じゃ随分活躍してるみたいじゃないか。それほどでも、ジンさんは、オートに来てから何か遊撃士の仕事はやったの？確か、他の国でも同じように仕事ができるのよね。ああ、声優撃士だったら国籍に関係なく仕事ができるが、予選だの大使館の手続きだので、仕事を受けてる暇はなかったな。ま、他にも遊撃士が4人いたから出る幕がなかったとも言えるがね。確かに、これだけ遊撃士が集まったら、大抵の事件はすぐ解決しそうですね。ただ、
オートに集中している分、他の地方支部は大変そうですけど。そうかもしれんな。なんだか今さら申し訳ない気がしてきたわね。知らねえ、ロレントで今頃どうしてるのかしら。確か前にもその名前を口にしていたが、そのシェラネーってのは、ひょっとしてシェラザードのことか。おっと、知り合いなのか。知ってるの？はい。僕たちの先輩で、昔から親しくさせてもらっています。なるほど。そうだったのか。前に彼女がカルバードに来た時に知り合ったことがあってな。いい死に恵まれていたらしく、若いながらも見どころがある娘だった。その死って。カシウス。父さんのことだね。失礼します。晩餐会の支度が整いました。ご案内してもよろしいでしょうか？おう、待ちくたびれちまったぜ。さーてと、それじゃ、ただ飯にありつくとするかね。さすがに試合の後だから、すっごくお腹が空いてきちゃった。さあ、食べまくるわよ。二人とも、一応、テーブルマナーなんかも忘れない方がいいと思うけど。これって夕食会なのよね。どうして食器だけが並んで肝心の料理がないの？なんかナイフとフォークがいっぱい並べられてるし。正式なディナーだからね。前菜から順番にいろいろな料理が出てくるんだ。あと、ナイフとフォークは外側から使っていくんだよ。テーブルマナーってやつね。ちょっと緊張してきちゃった。あまり気にすることありませんわ。料理というものは美味しくいただくのが一番ですから。マナーや礼儀作法は二の次ですわ。そうじゃそうじゃ。聞けば君たち二人は出席しておる者たち全員と知り合いだそうじゃないか。そうだね。全員知ってます。固くなる必要はなかろう。それもそっか。それで納得しないでよ。そういえば、そちらの方はナイフとフォークでよろしいんですか？東方の方々はお箸の方が得意だと聞きましたけど。おお、よくご存知ですな。どっちかっていうと日本寄りってことなんですね。共和国。ですが、郷に行っては郷に従えとも言いますからな。部長法ながらナイフとフォークを使わせてもらいますよ。まあ、ご立派ですわ。さすが、武術大会で優勝された達人の言葉は違いますわね。いや、それほどでも。つくづく美人に弱いのね。まあ、女好きっていう感じじゃないと思うけど。それにしても、公爵閣下は随分遅いですな。一体何をしてるんでしょう。確かに。それと、上沢公爵閣下として、そこの席は誰が座るのじゃろうか。そうですな。クローディア姫という可能性もあるかもしれないが。皆様、大変長らくお待たせしました。公爵閣下、ご入室でございます。来たね、公爵閣下。いやいや、諸君。待たせてしまって申し訳ない。少々、打ち合わせが長引いてしまったものでな。彼はリシャール大佐。王国軍情報部の責任者でな。テロ事件を解決するために、日夜尽力してくれているので、礼の意味も込めて招待した。お初にお目にかかります。王国軍情報部のリシャールです。公爵閣下の格別のご好意で、晩餐会に招待していただきました。無粋な軍服で失礼ですが、どうか同席をお許しいただきたい。まさか大佐と一緒のテーブルで食事するなんて。予想はしていたけど、やっぱり少し緊張するね。いや、愉快愉快。どうかね、メイベル市長。王女のグランシェフの腕前は、ボースのアンテローゼにも負けずとも劣らずの味ではないか？ええ、
素晴らしい腕前ですわ。ワインとの相性も完璧ですし、思わず引き抜きたくなりますわね。そなたが言うと、おのごち冗談には聞こえないな。どうだ、ジンとやら。東方人のそなたの口には合うかな？結構、目は聞きますね。いや、大変結構ですな。部長法な自分の舌にもわかる洗練された深みと味わい、リベール料理の真髄を味わっているような心境です。そうだろう。どうだ、若き遊撃士たちよ。こんな豪勢な料理は今まで食べたことがなかろう。自慢したいだけなんでしょうね。確かにめちゃめちゃ美味しいです。招待してくれた人はともかく、料理だけは本物かも。人はともかく。そうだろう、そうだろう。本当に素晴らしい料理ですね。それに、今までこういう正式な席に呼ばれる機会がなかったので、とても勉強になります。招待してくださって、本当にありがとうございました。なかなか首相でよろしい。しかし、執事から言われてようやく思い出したのだが、そなたたちとは、ルーアンの事件で一度顔を合わせていたのだな。なんとも奇妙な縁があったものだ。部屋、ホテルの部屋、普通に取ったじゃねえかよ。そうですね。執事さんから言われるまで思い出せなかったわけね。さあ、今夜は無礼講だ。料理も酒もたっぷりあるから、遠慮なく追加を申し出るがいい。公爵閣下、その前に例の話を済ませてしまってはいかがですか？おお、そうだ、その話があったか。実は王国を代表する諸君らに集まってもらったのは他でもない。この晩餐会の席を借りて、ある重大な発表をしたかったのだ。ほう、重大な発表。それは一体、どのようなお話でしょうか。公爵王院作ったそういう話ですかね。ここから先は、私の代わりに、リシャール大佐に説明してもらおう。恐縮です。女王陛下がご不調なのは、すでにご存知のことかと思います。ですが、徐々に回復なさっているため、すぐに元気な姿を見せてくださるでしょう。ほう、それはよかった。では、陛下へのお見舞いは許していただけるのかしら。あいにくですが、陛下のご意向で、それは遠慮してほしいとのことです。ただ数日中に、王都近辺を騒がすテロリストどもは、一掃できる公算です。そのことと合わせて、女王生誕祭は予定通りに執り行われるでしょう。市民も楽しみにしているだろうから、めでたいことではありますな。だが話というのは、それだけではないのでしょう。確かに。それだけならば、連絡してくれれば済みますからな。察しが良くて助かります。女王陛下が回復されつつあるのは、先ほど述べた通りなのですが、陛下は、今回のご不調を理由に、ある決断をなされたのです。その決断とはすなわち、ですか。ご自身の大意と、こちらにおられる、リュナン公爵閣下への王位継承です。やっぱりそういう流れになるんでしょう。なんですと？本当ですの？よしは、これって。とうとう陰謀が姿を現したね。私も戸惑ったのだが、陛下が存外弱気になられてな。無理もない。40年近くもの間、激動の時代に翻弄されたリベールを女性の身で導いてくださったのだ。そう思うと、この生誕祭を最後に俗事から解放して差し上げたい。王位継承権を持つ身としてはそう決意した次第なのだよ。なんと、陛下がそこまでお悩みになっておられたとは。毎年お会いしているというのに気づけなかったとは情けない。しかし、このような酒の入った席で聞くにはあまりにも重大すぎる内容ですわ。失礼ですが、
どこまで現実性のあるお話なのでしょう。メイベル市長、閣下のお言葉が信用できないと、そうおっしゃられるか。本人から言われないとね。そうは言ってません。ただ市長には選挙があるように、王位継承にも叱るべき手続きがあるのではないかということです。そうですな。できれば、陛下から直接、今の話をお伺いしたいものです。そうですよ。皆さんの動揺も理解できます。ですが、どうか冷静になって、今の話を受け止めていただきたい。まあ直接はまずいからね。先ほど申し上げたように、生誕祭には陛下ご自身の口から発表されることになるでしょう。真意はその時に確かめれば済むことではありませんか。それは問題なのは、この件が公表された時に一般市民にどう影響を与えるかです。いたずらな混乱を避けるためにも、各地の責任者である皆さんに前もってことを伝えておきたい。公爵閣下はそう判断なさったのです。まあそういうことだな。そして陛下の大意ともなれば、事態はリベール国内にとどまりません。大陸諸国の目、とりわけ北の京至るエレボニアの反応も気がかりでしょう。まさにここにいる我々が新たなる国王陛下を盛り立てながら一致団結をしなくてはならない、そんな時期が迫っているのです。なんかもっともらしいことを言ってるんですけど。大したアジテーターだね。正式決定は生誕祭の時に陛下から直接伺うとして心の準備をしておくようにと、つまりそういうことですか。理解していただいて幸いです。確かにそういうことになったらわしらも忙しくなりそうじゃな。そうですわね。市民へのアナウンスもありますし。一つお伺いしたい。公爵閣下に王位継承権があるのは私も存じておるが、確か同位の継承権を持つ方が他にもいらっしゃったはずですな。それは陛下のお孫さんにあたるクローディア殿下のことです。確かに王室典範上の規定では公爵閣下と同意ではありますが、まだ年派もいかないという理由で陛下は閣下の方を押されたようです。よく言うよな。先ほどの話にもありましたが、女性の身に余るほどの重責を姫に負わせたくなかったのでしょう。そうなのだ。まあクローディアには良い縁談を探してやるつもりだ。非公式だがすでに他国の王家から何件もの申し入れがあってな。ひょっとしたら今年中にも縁談が実現するかもしれんのだ。お話はわかりました。そうなるとおめでたい話が2つも続くというわけですな。姫様がご結婚されるには少々若すぎるとは思うが。ちょいと失礼。一つ質問してもいいですかね。ジンさん？おう、構わん。言ってみるがいい。失礼だが、今耳にした話は自分たちのような部外者が聞いていい話とは思えません。まして自分は王国人でもない。なのになぜこのような席でわざわざ発表されたのでしょう。それは優勝した君たちが偶然にも遊撃士だったからだ。陛下の大意という重大な情報はギルドにも事前に伝えたかった。そう私が閣下に提案したので聞いてもらうことになったのだよ。なるほど。リベールでは軍とギルドがいい関係を結んでいるという話はどうやら本当だったようですな。帝国や共和国ほど軍事力が充実していないから手を結ばざるを得ないというシビアな現実があるのだが、いずれにせよ真意はご理解いただけたかね。了解しました。今日この席で知った情報は王都支部にも伝えておきましょう。いやはや、ひょんなことからとんでもない話を聞いたもんだ。俺は所詮他国の話だが、
お前さんたちの方は随分驚いたんじゃないか？当たり前だってば。まさかここまで周到に話を進めてるなんて。なんでもない。でも、もったいなかったな。せっかく舌がとろけるほど美味しい料理だったのに、最後の方は味がわからなかったわ。無理もないかもね。それよりもエステル、腹ごなしに散歩に行かない？来たね、夫人の件ですね。そうだった。そうね。外の空気でも吸ってきたい気分かも。さっきも見物してたのに、今度は食後の散歩ときた。認めたくはないが、これが年の差ってやつかね。ジンさん大げさよ。ジンさんは見物とかしないんですか？歴史のある建物だけあって、見どころはたくさんありますよ。まあ気が向いたらフラフラさせてもらうとするさ。厨房に行きゃ残り物があるかもしれんしな。呆れた。まだ食べるつもりなの？どちらかというと酒のつまみが欲しいところだな。飲める談話室もあるみたいだし、後で行ってみるとするかね。料理はうまかったが、小難しい話ばかりでろくに酒が進まなかったな。俺はここでしみじみと飲み直すとするぜ。とんでもないことになったわね。ますます女王様に会って事情を聞きたくなってきたわ。まずは約束通り、ヒルダ夫人に会いに行こう。陛下に面会する段取りをつけてくれているはずだよ。了解。さあ、多分会話ごっそり変わってるでしょうね。もう配置も変わってる。まあこの程度だったら回ってもいいですけど。帽子ついてる。大佐の話自体は非常に筋が通っていたのだが、ともかく陛下と姫殿下から早く直接事情を伺いたいものだよ。大佐の話ともかく。どうやら晩餐会で大変なことがあったようですね。お嬢様の悩みがまた一つ増えたようで心配です。どうやら晩餐会でのお話には驚きましたわ。それにデュガン公爵が王位を継承するということは、今から頭痛がしてまいりましたわ。デュガンまさか陛下が退位を決意なさるほど悩んでいらっしゃったとは。それにクローディア姫に早くも縁談の話が持ち上がっているとはの。何もかもが急すぎて驚かずにはおれんわい。おや、君たちは。大佐。リシャール大佐。エステル君とヨシュア君がこうして面と向かって話すのは初めてではないかな。最後に言葉を交わしたのはダルマー市長逮捕の後でしたね。でも大佐が僕たちのことを覚えているとは思いませんでした。交わした言葉は少なかったが、君たちは非常に印象的だったからね。気になって調べてみたら驚いたよ。まさかカシウス大佐のお子さんたちだったとはね。そのことも知ってたんだ。伊達に情報部を名乗っているつもりはないよ、カシウスさんには。彼が軍にいた時にお世話になった。それこそ言葉では言い表せないほどね。どうだろう、これから少し話に付き合ってくれないだろうか。君たちとは前から一度個人的に話をしてみたかったんだ。大佐殿、これから公爵閣下との打ち合わせがあるのでは？少しくらい遅れても構わんよ。そうだな、話すのだったら僕の談話室を借りるとしようか。先にこっちなんだ。アルコール抜きのカクテルでも振る舞わせてもらうよ。
それでしたら、私がお作りしますわ。可能ね。いや、それには及ばない。君は公爵閣下のところに行って、私が送れる旨を伝えてくれたまえ。了解いたしました。怒ってる。色で。それでは、失礼しますわ。さてと、私たちも談話室に向かうとしようか。それでは、ついてきたまえ。ねえ、ヨシは、どうしよう。付き合うしかなさそうだね。少し遅れそうだけど、夫人のところには後で行こう。ああ、自動ですね。カシウスさんと出会ったのは、私が士官学校を出たばかりのことだ。当時、彼が率いていた独立機動部隊に配属されてね。それ以来、彼が軍を辞める時まで、公使にわたってお世話になったんだ。そうだったんですか。その頃の父さんって、大佐から見てどんな感じでした？一言で言うと、英雄だったかな。牽制とまで言われた技のさえ、あらゆる戦況に柔軟に対応できる、立体的かつ多面的な指揮能力。単なる戦術にとどまらない、高度な戦略レベルでの部隊運用。どれをとっても並ぶ者はいなかった。なんだか、別の人の話を聞いてるみたいなんですけど。父が軍を辞めるまでというと、あの100日戦役の時も一緒に。天才ですよね、天才。ああ。カシウスさんの下で戦ったよ。今でも覚えている。彼が立てた奇跡のような作戦を実行した時の熱気と興奮を。あの時のことを話し始めると、いくらあっても時間が足りないから、またの機会にさせてもらうが、ただ、これだけは断言できる。あの時、カシウス・ブライトという男が王国軍にいなかったら、このリベールは、エレボニアに吸収合併されていただろう。嘘！さすがに、ちょっと信じられませんけど。信じられないようなことを成し遂げたから、英雄なのさ。もっとも、戦後すぐに退役して、女王陛下の勲章すら誇示されたから、名前が知られることはなかったが、今でも、一部の軍人の間では、カシウス大佐の名は英雄の代名詞だ。これ、シューシャカシウス出てくんのかな？どうなんでしょう。あのヒゲ親父、そんなこと一言も教えてくれてないし。まあ、娘にわざわざ語って聞かせるような話じゃないさ。父さんを責めたらかわいそうだよ。かわいそうなのは私の方って、ヨシュアってば、あんまり驚いてないみたいだけど、もしかして、今の話、知ってたりするわけ？リシャール大佐が父さんの部下だったことは、さすがに知らなかったけど、まあ、おおむねのところは。なんですって？それじゃ、ヨシュアも共犯？落ち着いてよ、エステル。僕だって別に父さんから教えてもらったわけじゃないよ。それに父さんから、君にわざわざ知らせることはないって言われたんだ。納得いかないわね。本当にもう、帰ってきたらとっちめてやるんだから。すみません。話の腰を折ってしまって。いや、君たちを見て少し安心した。カシウスさんが軍を辞めるとき、私は必死に引き止めたものだが、どうやらその選択は、彼にとって正解だったらしい。君たちがそばにいたのなら、奥さんを亡くされた悲しみから、きっと立ち直れただろうからね。リシャール大佐。さてと、付き合ってくれてありがとう。あまり公爵閣下を待たせるわけにはいかないから、私はこれで失礼させてもらうよ。はい。すみません。僕たちの方が話を聞かせてもらうばかりで。
いや、君たちは一番知りたかったことを教えてくれた。これで未練はなくなったよ。え？それはどういう近いうちにまた会う機会もあるだろう。その時にはカシウスさんとも一緒に話せるといいのだが。今ここにいたのって本当にリシャール大佐だっけ？あのね、何を寝ぼけてるのさ。だってあんな風に父さんのことを話すなんて。慕ってたんだとは思うんですよね、大佐自体。なんていうか、イメージと違っていたっていうか。確かに、ただの悪人ではなさそうだね。でも、それとは別に、彼が何かを企んでいるのも確かだ。父さんのことは、この際分けて考えなくちゃいけないと思うよ。うん、それはそうなんだけど。嫌な言い方をするけど、僕たちに見せた親しさだって、何かの目的があるかもしれない。彼みたいな情報将校にとって、僕たちみたいな子供をたぶらかすのは、朝飯前だろうからね。さすがにそれは言い過ぎなんじゃないの？そうだね。疑うのは僕の役割だ。君は、自分の直感を信じていた方がいいと思う。ただ、あらゆる可能性に備えて、油断だけはしないでほしいんだ。遊撃士の仕事というのは、多分そういうものだと思うから。わかった。ちゃんと心に留めておくわ。ありがとう、エステル。いやーね、なんでヨシアが礼を言うのよ。それよりも、さっさとヒルダさんのところに行きましょう。多分、待ちくたびれてるわ。そうだね。メイドさんたちの詰め所に行こうか。じゃあこの辺回っていく感じかな。ほとんどいなかったっすね。工房長だけいた感じですね。あれいたいた。お、エステル君にヨシア君、どうだい？女王陛下にはお会いできそうかい？お、どうだい？まあ、兵士がいるとこは、まあ、行かずいけないって。この先は大砲さ。じゃあ、あとは、こっちと、食堂の方ですかね。さすがにこんなところで本を訳すっていう流れにはならないと思いますけど。地下は行かなくていいな。言いたい放題ですね。公爵いないときは言いたい放題です。エステル殿、ヨシュア殿、お待ちしていましたよ。ずいぶん遅うございましたね。ごめんなさい。なんか、リシャール大佐に捕まっちゃって。大佐に、ですか？僕たちの父のことについて、昔話を聞かせてもらいました。こちらの動きについては気づかれてないと思います。そうですか。紹介状によると、あなた方はカシウス殿のお子さんということでしたね。リシャール大佐が考えを抱くのもわかる気がします。ヒルダさんも父さんを知ってるんですか？昔はモルガン将軍の副官として王城によく来ていらっしゃいました。亡き王子、陛下のご子息のご学友だったとも聞いております。王子は亡くなってんのか。亡き王子ってクローディア姫のお父上にあたる方ですね。ええ。
15年前の海難事故でお亡くなりになられました。これも仕組まれてんです。王子さえ生きていらっしゃれば、ですよね。このような事態は起こらなかったでしょうに。起きてしまったことを悔やんでも仕方ありませんね。夜も更けてまいりました。早速、支度をしていただきます。シア、いらっしゃい。あれ、あなたは？確か、シアさんとおっしゃいましたね。どうも、エステル様、ヨシュア様、事情は伺わせていただきました。この子のことは信用してくださって結構です。姫様が城にいらっしゃる時にお世話をしている次女ですから。姫様って、クローディア姫のことね。それなら問題ありませんね。恐縮です。では、用意した制服に袖を通していただけますか？もしかしてメイドになりきるってことですか？リボンやカチューシャなど、細かいところは私が整えさせていただきます。次女になるんだ。変装していくってことですね。ひょっとして。ええ。エステル殿には、次女と同じ格好をしてもらって、女王宮に入っていただきます。ね、それは妙案ですね。多少髪をいじらせていただければ、見張りにも気づかれないでしょう。そうですね。ヨシは女装できますからね。なるほど。確かに、制服というのは個性を隠しやすいですからね。ヨシはいいのかよ。潜入するにはもってこいかもしれません。へえ、メイドさんの服か。リラさんとかを見ていて、いいなと思ってたのよね。ヒラヒラしてて可愛いのに、すごく動きやすそうなんだもん。動きやすくないと、お掃除の時に困りますから。学園祭の時に体勢がついちゃったんです、ね。あ、やっぱりそうなんだ。早速着させてもらおっと。嬉しそうだな。はしゃぐのはいいけど、陛下に失礼のないようにね。今度ばかりは、僕もついてはいけないからね。何を言っとるんですか？どうして？どうして？ヨシアも着替えるんでしょ？エステル殿。ですよ。だってヨシア、学園祭の劇でお姫様の格好をしてたじゃない。ドレスもメイド服も同じでしょ？あれはお芝居じゃないか。女王陛下にお会いするのに女装するなんて、ちょっと。大丈夫。全然みっともなくないから。だってヨシアのお姫様姿、すっごく綺麗だったもん。また、冗談はやめてよ。ヒルダさんたちからも何とか言ってやってください。ダメですね。なるほど。確かに、問題なさそうですね。問題なさそう。シア、確か姫様のためのヘアピースがありましたね。はい。一度も使われていないものが、長い黒髪ですから、ヨシュア様にもお似合いかと。ちょっと。それじゃあ、3対1の多数決で、ファイナルアンサーってことで。では、こちらにどうぞ。更衣室になっていますので。ちょっと待ってよ！僕は着替えるなんて一言もわかったから服くらい自分で脱げるってば。シアさん、化粧までするんですか？本格的ですね。最近の若い子たちと来たら。完璧じゃん。じゃーん！ああ、エステルか。エステルは完璧っすよね。どうでしょうか？とってもよくお似合いですわ。バレねえのかよっていう。城働きに来たばかりの活発で朗らかな次女見習い。そんな説得力は十分ありますね。式があるからね。兵士に。髪も下ろしていますから、気づかれることはないでしょう。なんでしたら、このままグランセル城で働きますか？遊撃士の仕事もあるから、それはちょっと。それよりも。ちょっとヨシア、早く出てきなさいってば。髪伸ばして。どうしても出ないとダメかな。ダメ。うだうだ言ってると引きずり出しちゃうわよ。わかったよ。わかったよ。
しょうがないな。この声なんで喋れないっすよね。ついていくだけっすね。とかわざわざイラスト付きなんで。これはまた。もうこれスタッフも怖いくらいにお似合いですね。ってますよね、こですよね。まったく、女の私よりも様になっているというのは、一体どういうことなのかしら。ここだけイラスト付きにする必要ないですからね。お化粧のしがいがありましたわ。現在の時もそうだった。もういいです。何とでも言ってください。さて、準備は整ったようですね。それではこれから、女王宮へと案内させていただきます。あくまで、自助見習いとして扱いますので、そのおつもりで。はい、わかりました。いよいよ女王様と会えるのね。ここが正念場だね。気を引き締めて。なんとか女王宮に入らないと。その格好でシリアスに行っても似合わないかも。悪かったね、シリアスが似合わなくて。こんな格好させておいて、よくもまあ抜け抜けと。ごめん。そんなに拗ねないでよ。今度、アイスクリームでもおごってあげるからさ。君じゃないんだから。食べ物でごまかされたりしないよ。私がいつ食べ物でごまかされたのよ。本当に仲がいいんですのね。時間がありません。さっさと女王宮に行きますよ。本当だよ。お？これ操作できんのか。いや、操作できるんだ。おや、ヒルダ夫人。こんな時間に外出ですかな。そりゃ会話も変わります。ご承知の通り、保安上の理由から城門の開閉は制限されています。安易に通行を許可するわけにはいきませんよ。これはヒルダ夫人。何か我々にご用ですかな。この先は情報部の詰め所ですぞ。軽々しく近づくのはご遠慮願いたい。とりあえずはバレてなさそうですね。あ、でもいなくなってんな。数は減らしたっぽいですね。まあ、家に帰ったってことですかね。現在、謁見の間は重要な会議で使用中です。会議ってのは公爵とやってんのか。申し訳ないが、しばらく立ち入りはご遠慮願いたい。にやりしてる。バレバレですね。ヒルダ夫人、お久しぶりですわ。メイベル殿、ずいぶんお疲れのようですね。やはり夫人には分かってしまいます？ここに来る前にも急ぎの仕事が入っていたので、あまり寝ていませんの。それはよくありませんね。後でよく眠れる子を炊いて持ってきましょう。ついこの間、東方から取り寄せたものがあったはずです。ええ、恩に来ますわ。後ろの方たちは見習いかしら。バレてね。リラが初めてうちに来た時を思い出しますわ。バレてねえよ。リラさんにはバレてますけどね。おや、これはヒルダ夫人。こんな時間にどうされました？だって寄り道できちゃうんだ。そうそう寄り道できちゃうんだもん。おや、ヒルダ夫人自ら部屋を訪れてくださるとは。わかりましたぞ。自助見習いの研修ですな。おや、おや？さすが王城ですな。王国の綺麗どこが集まっていると見える。お嬢さん方、
部屋の掃除なら手早く頼みますよ。バレてね。すごいっすね。変装ってバレないもんなんすね、髪の色と。髪型が違うってのでかいですね。ヒルダ夫人、久しぶりですね。元気そうで何よりです。マードック殿もお変わりなく相変わらず忙しくしていらっしゃるようですね。はっは。それでも中央工房は若いのに優秀なのが出てきて随分と楽になったんです。それよりも陛下が解放に向かっていると聞いて安心しました。ええ、近いうちにお会いになれると思います。マードック殿、お部屋の方で何かご入り用のものがあれば遠慮なく申し付けてください。すぐに用意させますから。おお、すみませんな。陛下がそれが分かったら。うん、いないっすね。よし、じゃあ行きましょう。いやー、しかし、大ボリュームっすね、ここ。大ボリュームだわ。よし。これはヒルダ夫人。こんな遅い時間に、女王陛下にご用ですか？陛下に頼まれていた紅茶と食器類をお持ちしたのです。このような事態になって。陛下も何かと不自由なさっていらっしゃるようですからね。これは手厳しい。おや？見たことのない顔ですが、そちらの侍女さんたちは？公爵閣下の命令で補充した新米の侍女見習いです。今日城に入ったばかりです。おお、さすがに可憐ですな。どうおや、なんとなくどこかで見たようも。やだ。年頃の娘をそんな風にじろじろ見るとは何事ですか？もしやよからぬことを考えているのではないでしょうね。何かあったら公爵閣下や大佐殿に抗議させてもらいますよ。とんでもない。王国軍の精鋭たる我々がそのようなことは。ならば良いのです。ところでいい加減通していただけないでしょうか？これは失礼しました。どうぞお通りください。行ったね。ついに中に入ったね。中さらに広い。緊張しちゃった。ありがとうヒルダさん。おかげで助かっちゃいました。鮮やかなお手紙でしたね。お役に立てて幸いです。さて、何でしたら陛下に会う前に着替えますか？特に気にしないのであればそのままご案内しますが。別に私はこのままでも。ぜひ着替えさせてください。ぜひ着替えさせてください。また出るときに必要ですけど。まったくもう恥ずかしがり屋なんだからあのままでもよかったじゃない？信用にも関わるからそういうわけにもいかないよ。ところでヒルダさん、この部屋はひょっとして？はい、クローディア様のお部屋です。クローディア。もっとも普段は王城に住んでいらっしゃらないのでほとんど使われていませんが。へえ、そうなんですか。でもお姫様って確か女王様の看病をしてるって聞いたような。やはりそれも偽情報ですか？詳しいことは陛下にお聞きになるといいでしょう。女王宮の2階にあるのがアリシア女王陛下のお部屋です。アリシア女王。それでは参りましょう。これが入り口で、こう来られる。女王陛下のお部屋はこの女王宮の2階ですよ。それ以外ないですね。オッケー。陛下、失礼します。先ほどお話ししたエステル殿とヨシア殿を
お連れしました。ご苦労様でした。老婦人の声。どうぞ、入っていただいて。かしこまりました。私はここで待たせていただきます。さあ、お二人はどうぞ、中へ。はい。失礼します。来たね、女王様。ようこそいらっしゃいましたね。私の名はアリシア・フォン・アウスレーゼ、リベール王国第26代国王です。エステル・ブライトです。婦人ぐらいの年なんですか、遊撃士協会の準遊撃士です。同じく、準遊撃士のヨシュア・ブライトと言います。お初にお目にかかります。エステルさんとヨシュア殿ね、あなたたちに会えるのを本当に楽しみにしていました。大したもてなしはできませんが、お茶の用意くらいはできます。どうぞ、ゆっくりしていってくださいな。そう。ラッセル博士は、そんなことを、あらゆる動力現象を停止させる、漆黒のオーグメント。そんなものを大佐は手に入れているのですか？博士は、女王陛下ならば、リシャール大佐がそれを何に使うかわかるかもしれないと言いました。何か、心当たりはありますか？一つだけ心当たりがあります。ですが、大佐がそれを知っているとは思えません。私の思い過ごしであるといいのですが。その心当たりっていうのは？あなたたちにならお話ししても構わないでしょうね。十数年前、この王都の地下に巨大な動力反応が検出されたのです。王都の地下。その調査に当たってくれたのが中央工房のラッセル博士でした。巨大な動力反応。王都の地下ということは、地下水路の近辺でしょうか？やっぱ地下水路なんだ。いいえ。違う。水路よりもさらに深い地下から検出されたそうです。博士は、未だ機能を失っていない古代文明の遺物が埋まっているのではないかとおっしゃっていました。古代文明の遺物って？アーティファクトと呼ばれる古代動力機のことだね。その地下がラストダンジョンになってる可能性ありますね。もしかしたら取ってない地下水路の宝に繋がってる可能性もあるの。大半は塔の頂上の装置みたいに機能が死んでしまっているけど、うまくいけばいいっすね。稀にダルモア市長の家宝のように機能が生きているものもあるみたいだ。そんなものが王都の地下に。それじゃあ、ゴスペルってのは？埋まった異物の機能を停止させるために使われる。その可能性があるということですね。ええ。ですが、その異物がどんなもので、何のために埋められたものかは、はっきりしていないのです。ラッセル博士の調査自体も、非公式で行われたものですし、大佐がどこで存在を知ったのか、私には不思議でなりません。そうですか。いずれにせよ、良くないことが起こる可能性がありそうですね。まったく、ちょっと見直したのに、ろくなことを考えていないわね。みんなに迷惑がかかるんだったら、まさしく遊撃士の出番だわ。なんとかして、大佐を阻止しないと。さすがは、カシウス殿のお子さんたちね。陛下も父と面識が終わりだったんですか？亡くなった息子の友人でしたし、王国を救った英雄ですからね。軍を辞めて遊撃士になってからも、依頼を通じてお世話になりました。なるほど、王子の友人か。そうだったんだ。それは知りませんでした。彼の性格を考えれば、知らないのも無理はありませんね。ひょっとして、10年前の戦争で、彼がどのように活躍したのか、そのこともご存じないのかしら？詳しいことはあんまり。ならば、これは私の役目なのかもしれませんね、エステルさん。ヨシア殿、少々年寄りの昔話に付き合っていただけませんか？これはカシウスの話になる。はい、もちろん。
拝聴させていただきます。10年前の春のことです。エレボニア帝国の南部で、ある痛ましい事件が起こりました。未だ原因が分かっていないため、事件についての説明は省かせてもらいますが、その事件をきっかけに、帝国はリベールに宣戦布告をしたのです。後に、100日戦役と呼ばれる不幸な日々の始まりでした。帝国軍は宣戦布告と同時に大兵力をもってハーケン門を突破。ハーケン門ですね。はい。将軍がいたとこですね。リベールは王都を除いて瞬く間に全土を占領されました。侵攻してきた兵力は王国軍のおよそ3倍だったと言われています。カルバードからの援軍も間に合わず、もはや王都が占領されるのも時間の問題かと思われました。しかし、開戦から2ヶ月後、誰もが予想しなかった形で戦局が大きく変化したのです。当時開発されたばかりの警備飛行艇が各地方を結ぶ関所を奪回し、帝国軍の連絡網を断ち切りました。そしてレイストン要塞から王国軍の総兵力が水上艇で出撃し、各地方を奪還していったのです。サイス、ルーアン、ボース、ロレント、各地を占領していた帝国軍の師団は補給を断たれ、撃破されました。この反抗作戦を立案した人物こそ、カシウス・ブライト大佐、モルガン将軍の右腕であり、リシャール大佐の上官だったあなたたちのお父様だったのです。その後、遊撃士協会と七葉協会の仲裁もあって、ようやく戦争は終結を迎えました。しかしこの時、カシウス殿は大切なものを失っていたのです。それは、レナ・ブライトさん。エステルさんのお母様でした。事故にあったっつうんですね。金のやつですね。あの時計塔は、反抗作戦によって追い詰められた帝国軍師団の悪あがきによって破壊されたのです。そして、あとはあなたも知っている通り、カシウス殿は、奥様の死すらも見届けることができませんでした。そんな事情だったなんて。自分が立てた作戦が、結果的に奥様を死なせてしまった。その自責の念から、カシウス殿は軍を辞めて遊撃士の道に入りました。残されたあなたのそばにいるために、そして今度こそ自分の手で愛する人々を守れるように。バカよ、父さんのせいでお母さんが死んじゃっただなんて、そんなことあるわけないのに。エステル。そうですとも。すべては大切な民を守れなかったこの力なき女王の責任なのです。ごめんなさい、エステルさん。お母様を守ることができなくて、そのことをずっと謝りたいと思っていました。謝る必要なんてありません。女王様は戻ってきた平和をずっと守ってくださった。父さんたちは必死になってこの国を守ってくれた。お母さんは命がけで私のことを守ってくれた。それで十分だと思うんです。エステルさん、ありがとう。優しい子ね。あなたに会うことができて本当によかった。今、心からそう思えます。女王様。でも、だからこそ、あなたには危険なことをしてほしくありません。これ以上、今回の事件に関わりを持ってほしくないのです。でも、私たち、ユリアさんに女王様の助けになるように頼まれて。ありがとう。
その心だけいただいておきますね。カシウス殿の留守中に、あなたに万が一のことがあったら、今度は何とお詫びしていいのか、どうか、ロレントのお家に帰って、お父様の帰りを待っていてください。でもですが、女王陛下、父カシウスが取り戻し、陛下が守り続けてきた平和が、今まさに揺らごうとしています。ヨシュア殿。ゴスペルの件もそうですが、このまま大佐の狙い通り、公爵閣下が国王となった場合、その平和はどうなるんでしょうか。そのことを考えていただきたいんです。女王様、私たち、遊撃士になって父さんの代理で仕事をしました。それから、空賊事件に関わって手紙が届いて、変な小包を開けて、そのまま各地を旅してきて、まるで、父さんに背中を押されて、ここまで来たような気がするんです。だから、私も守りたい、平和に暮らせる幸せな毎日を、今まで知り合った、私の大好きな人たちを、女王様や、お母さんたちみたいに、私なりの方法で守りたいんです。エステルさん、本当に。あの子の言う通りだったわね。私も覚悟を決めました。エステルさんたちを通じて、遊撃士協会にあることを依頼させてもらおうと思います。あることを依頼。女王様。陛下、何なりとおっしゃってください。依頼内容は、情報部によって囚われている方々の救出です。囚われている方々の救出。これは、私の孫娘であるクローディアのことも含みます。そっか。やっぱりお姫様もどこかに捕まってるんですね。ええ、思えば、今回のクーデターは、私があの子を次期国王として襲おうとしたことから始まりました。デュナン公爵ではなく、ですね。ええ。こう言ってはなんですが、我が追いながら、デュナン公爵はいろいろと問題の多い人物でした。問題だらけです。対して未熟ではありますが、孫娘には光るものがありました。選択肢ないっすよね。王国の未来を考えた結果、私はクローディアを襲おうと心に決めたのです。姫様のことはほとんど知りませんけど、それってどう考えても正しい判断だと思いますよ。ですが、いつの世にも女性が権力を持つことに反対する向きはあるものです。ましてや、大国から侵略を受けた記憶もまだ新しい現在、2代続けての女王による統治が、結果的に国を弱くしてしまう。そう考える人物が現れたとしても、何ら不思議ではなかったのです。なるほど。それがリシャール大佐ですか。まあ、結局リシャール大佐を最終的にやると掌握するっていう流れなんですよね。その通りです。絶対だと公爵役に立たねえ。彼は、私がクローディアを次期国王に襲おうとしていることを、いつの間にか掴んでいました。そして、その事実を公爵に伝えて、今回のクーデターを決行したのです。すべては公爵を影から操り、リベールを周辺の大国に劣らぬ強大な軍事国家にするために。なるほど。ようやく事件の全貌が見えてきました。強大な軍事国家にする。それって具体的にはどうするの？いろいろ考えられるよ。税率を上げて軍事費を増大したり、大量破壊を目的とした動力兵器を開発したり、大規模な徴兵制を採用したり、リベールでは認められていないイエーガーとの契約を合法化したり。そんな。まさに同じようなことを大佐は私に要求しました。それは純粋な愛国心から来る発言だと思えたのですが、私はどうしてもそれが正しいとは思えなかったのです。国を守っているのは軍事力だけではありません。他国と協調していく外交努力もそうですし、技術交流や経済交流を通じて諸国全体を豊かにすることだって国を守ることにつながるはずです。まさに
陛下のおっしゃる通りだと思います。うんうん。お互いが信じ合わなくちゃ。ですが、大佐はその考えを、めめしい理想論と断じました。そして、クローディアの安全と引き換えに、退位を要求したのです。多くの者が家族を人質に取られ、大佐に逆らえなくされています。ですが、私は女王です。肉親への情のために、国の未来を売り渡すことはできません。ただ、そうは言っても、あの子は私のたった一人の孫娘、見殺しにはしたくないのです。女王様、どうか安心してください。依頼の旨、しかと受けたまわりました。必ずや、姫殿下を含めた、囚われの方々を救出いたします。ありがとう。エステルさん、ヨシア殿、これで、大佐の脅しにも、最後まで屈さずに済みそうです。他にも依頼はないんですか？ゴスペルの件もあるし、ここから女王様を逃がすことだって不可能じゃないと思うんです。ありがとう、エステルさん。ですが、私が逃げたところで、事態が変わるわけではありません。それと、ゴスペルに関しては、いくつか気になることがあるのです。私から、大佐に真意を問いただしてみようと思います。なんというか、素敵な方だったわね。優しげなのに、芯が強くて、とても毅然としていて、私も年を取るなら、あんなかっこいいおばあちゃんになりたいな。かっこいいって、でも確かに、一国を治める風格を感じさせる方だったな。うん。本当はクーデターを阻止して、女王様を助けたいんだけど。さすがにそれは、遊撃士の領分から外れているからね。まずは、僕たちの力でできることからやっていこう。うん。そうね。それにしても、女王様から父さんのことを聞かされるなんて、夢にも思わなかったわ。まだ、私の知らないことがあったりするのかしら。エステル殿、ヨシュア殿、もう支度は終わりましたか？はい。それでは急いで控え室に戻ることにしましょう。もう11時過ぎ。あと少しで日付が変わります。うわ、もうそんな時間？随分と長い間、陛下とお話ししていたからね。長回ししてる場合じゃねえよ。絶対バレるよ。これ以上長居したら、見張りたちに怪しまれそうだ。うん、よし、帰りましょう。ヒルダ夫人、今日はもうお帰りですか？ええ。そうさせていただきます。くれぐれも、陛下に失礼のないよう、お願いします。これは手厳しい。ですが、どうかご安心を。我々は愛国の士でありますから。頼もしいことで何よりです。それでは、私たちはこれで、失礼させていただきます。どうも。失礼いたします。ああ、お嬢さんたち。そういえば名前を聞いてなかったと思ってな。一応聞かせてもらえるか？レナ。おう、なかなか良い名前だな。なんでドロシーがあんのか。あんたの雰囲気にも合っている。ありがとうございます。で、そちらの黒髪のお嬢さんは？カリンと申します。カリン。カリンというのか。なんというか、可憐な名前だ。ダジャレを言うんじゃない。ありがとうございます。私も、この名前はとても気に入っています。そうか。そうだ。自分は特務部隊の。いいよ。そのくらいにしてください。これ以上は、下心ありとみなしますよ。しれっとナンパすんじゃねえ。いや、自分たちは。どうぞ、気をつけてお戻りください。まあ、出会いがないですから、しょうがないですけど。おや、陛下は我らが。こういう時ぐらいしか出会いがないから。おや、ヒルダ、陛下は我らがお守りいたします。どうかご安心のほど。オッケー。いやー、これまだまだ続きそうっすね、このゲーム。地下肉系もそうだけど。
あ、ヨシアってばモテモテね。あの連中、ヨシアが名乗ったら目の色変えてたもんね。そんなことないってば。君だって結構話が弾んでいたじゃないか。私の時は、あの連中別に緊張してなかったもん。緊張してなかった。なんだかちょっと自信なくなっちゃったな。何を騒いでおるのだ。公爵が。いや、めんどくせえのが出てきやがったの、このタイミング。これは、公爵閣下。なんだ。助官長ではないか。なんだその侍女たちも。見たことのない顔だが。新しく入った侍女見習いのレナとカリンと申します。まだ城内に不慣れなもので、いろいろ案内しているところです。おや？ああ。気づかれた。まずいな。この人とは何度か会っているから、気づかれてもおかしくない。なんだフィリップ。まじまじと顔を見つめて。堅物のお前にしては随分と珍しいではないか。これは失礼しました。私の目に似ていたので、一瞬目を疑ってしまいまして。黙っててくれてんの。お嬢さん方、申し訳ございませんでしたな。いえいえ。どうかお気になさらずに。見ればどちらもなかなかの上玉ではないか。めんどくせえ、酔っ払ってるし。特に栗色の髪の方は健康的ですこぶるいいの。栗色。黒髪の方はもう少々腰に張りが欲しいところだな。恐縮です。そうだな。レナとやら今夜の都議を申し付けるぞ。公爵閣下。都議って何？なんて言えばいいのか。閣下。いくらなんでもお戯れが過ぎますわよ。城勤めの侍女は、すべて女王陛下に仕える身です。そのことをお忘れですか？わかったわかった。まって冗談の通じないやつだ。どうせ1週間後にはこの城は私のものになるのだ。その時までのお楽しみに取っておくとしようかの。閣下、いい加減になさいませ。暴飲暴食ならともかく、色に走るなど言語道だ。このフィリップ、怒ってる一命をとしておいさめさせていただきます。だから冗談だと言っているだろうが。もういい。今夜はとっとと休むぞ。さすがは閣下でいらっしゃいます。そちらが閣下の部屋です。足元にお気をつけください。そうだ。レナとやら困ったことがあったら遠慮なく私に相談するがいい。次期国王を自ら親身に相談に乗ってやろう。どうもありがとうございます。ういやつじゃ。愉快愉快。エステルは好みです。まさか。どうも、お騒がせしました。多分、閣下は明日の朝になれば何も覚えていらっしゃらないでしょう。どうかご安心くださいませ。そう願いたいものですわね。本当に申し訳ありません。夫人、お嬢様方、それでは失礼いたします。あの男と来たら相変わらず余計な苦労を背負い込んでいるようですね。あれ、ヒルダさんってフィリップさんと知り合い？幼い頃からの知り合いです。もっとも今では仕える方も立場も隔たっていますが。そうだったんですか。確かにフィリップさんって
見るからに苦労症な感じよね。公爵が大佐にそそのかされてる状況にハラハラしてるんじゃないかしら。その可能性は高そうだね。そういえばエステル、君だってモテてるじゃないか。公爵は君の方が好みだってさ。なんだかちっとも嬉しくないんですけど。ところで結局、トギって何だったの？それは。エステル殿、そのようなことを殿方に聞いて困らせるものではありませんよ。お耳を拝借。ヒルダルジエスティ、そっと耳打ちした。理解できましたか？はい。まったく、無防備なんだから。エステル、ヒルダさん、シアさん、本当にありがとうございました。おかげで助かりました。いいえ。これも女王陛下に仕える者として、当然の義務です。陛下の依頼については、どうか、よろしくお願いします。ちゃんとうまくいったっぽいですね。私からも、お願いします。最後はハラハラしましたけど。どうか姫様を、助けて差し上げてくださいませ。シアさんって確かお姫様のお付きだったのよね。はい。日頃お使いできる機会が少ないのが残念ですが、私のようなものまで友として扱ってくださるような、そんな気さくで優しいお方です。囚われの身になられたとお聞きしてから、私、夜も眠れなくて。そっか。絶対に助けるから安心して。それでは、これで失礼します。特に怪しまれなかったので大丈夫かと思いますが、部屋までの帰りは念のために気をつけてください。どこに情報部の目があるかわからないですから。いや、この状態でもしっかり歩けるんですね。お安女、どうぞ。不自由なことなど何もないはずですよ。しかもしっかり会話微妙にちげえし。もういないっすね。いっか。主要メンバー。こんな時間に何をしてらっしゃるのかしら。会議会議が終わったとか。カノーネ対。こんばんは。いくら招待客とはいえ、あまり感心しませんわね。子供が夜歩きをするには遅すぎる時間ではないかしら。申し訳ありません。城内が珍しくて見物していたら、つい遅くなってしまって。あら、それは結構なこと。では、30分ほど前までどこを見物していたのかしら。参考までに聞かせてくれませんこと？どこにすりゃいいんでしょうね。まあ、メイド部屋とかこの辺でしょうね、おそらく。なかなか素直で結構なこと。まあ、戯れはこのくらいにしておくとしましょうか。実は、あなたたちが何度かメイド部屋に出入りしているのを見かけたという報告が入っているの。あんな場所を見物するなんておかしいと思いませんこと？知ってて質問するなんて、ずいぶん人がお悪いんですね。褒め言葉として受け取っておきましょう。それで、メイド部屋に何の用事があったのかしら。別にいいじゃねえけど雑談して正直に答えた方がよくってね。雑談、シアさんの雑談。それは。おーい、エステル、ヨシュア、こんなところにいやがったか。ジンかな、これ。ジンさん酔っ払ってるでしょうね。染み渡るね。うわ、ヘベレケ。あっと、こら失礼。誰かと思えば、べっぴんの女士官どももご一緒でしたか。いやー、なんと言いますか、妙な偶然もあるもんですな。そうですわね。それで、どうしました？俺の未熟な弟子どもが迷惑をおかけしましたかね。弟子って。いえ、
彼らがメイド部屋にしばらくいたそうなので、保安上の理由で何をしていたのか聞かせてもらっていたのですわ。ああ、そりゃあれですな。ちょうど酒のつまみがなくなって、取りに行かせてたんですよ。おい、よっしゃ。なんか食えるもんあったか？いやー、いいやつ。いえ、もう料理人の方々は帰ってしまったみたいで。タイミングベスト。次女の方に聞いたんですけど、すぐに用意できるようなつまみの類はないそうです。まあ、仕方ねえな。つまみなしで我慢するか。おっと、いいこと思いついた。よかったら、俺と酒に付き合ってもらえませんかね。美人の笑顔は最高の酒の魚と言いますしな。任務があるので遠慮させていただきますわ。先ほどの一件は不問にいたしますけど、今夜はもう部屋に戻ってこれ以上出歩かないことね。不審な行動をした場合、取り調べさせてもらいますよ。わかりましたってば。もう遅いので休ませてもらおうと思います。いやー、終わりまで細かいな。素直でよろしい。もう次の話でいいと思うんですけど。我々はこれで失礼しますわ。細けえ、マジで細けえよ。もうギルドに依頼してっていう報告でいいじゃん。振られちまったか。仕方ねえ。とっとと部屋に戻るとするかね。僕たちも一緒に戻ります。やれやれ。どうやらうまいことごまかせたみたいだな。ジンさん、酔ってたんじゃないの？あれは演技だ演技。酒なんざ一滴も飲んでないぜ。嘘！顔だって赤かったし。気を巡らせて血行を良くし、酔ったように見せかける東方武術における気功というものじゃないですか。ほう、そんなことまで知っているとは驚きだぜ。ま、困ってたみたいだからちょいと口出しさせてもらった。どうだ？助かっただろう。もう、ジンさんってば、ほんと人が悪いんだから。確かに助かったけど、本当に驚いちゃったんだからね。へへ、悪い悪い。それで、どうだったんだ？どうだったって、何が？決まってるだろ。女王陛下との会見のことさ。バレバレですね。バレバレ。なんですってどうしてジンさんが？もしかして、エルナンさんから何か聞いていたんですか？受付の兄ちゃんからは何も教えてもらってないぜ。まあ、釜をかけさせてもらったというところね。なるほどね。いや、さすがですね。釜って何の情報もなしに、そんな推測はできませんよ、ジンさん。あなたは何を知っているんですか？へへ、ようやくこいつをお前さんたちに見せられるな。ジンは一通の手紙をエステルに手渡した。これはカシウスですかね。どういう手紙？この筆跡は？ま、とりあえずそいつを読んでみてくれ。大体の事情はわかるはずだ。でも知らない。背景、ジン・バセック殿。カシウスだ。ご無沙汰しているが、お元気だろうか。急いでいるので、ざっくばらんな書き方になることを許してほしい。実は、イエーガー絡みの事件で、帝国方面に向かうことになった。しかし、リベール国内でも、妙な勢力が動き始めているらしく、若手だけに任せるのは少々心もとない。そこで君に頼みがある。私の留守中、リベールに来て、何かあったら若い連中を助けてやってもらえないだろうか。君はリベールは初めてらしいから、物見遊山しながらでも構わない。女王生誕祭の前には、外国人も参加できる武術大会も開かれるから、いいカモフラージュになるだろう。突然の話で戸惑われると思うが、もし手が空いていたらお願いする。いや、さすがですね。しっかりこんな根回ししてるんですね。女王生誕祭までには戻るから、その時にはまた一緒に飲もう。カシウス・ブライト。推進。もしかしたら、私の娘と息子に会う機会もあるかもしれない。ギルドの見習いをやっているので、その時は遠慮なく鍛えてやってくれ。少々のことなら手を貸さずに
自分の力で切り抜けさせてほしい。これって。ジンさんは父に頼まれてリベールに来たんですか？そして父は今、エレボニアの方にいるんですね。まあ、そういうことになるな。そういうことになるなって。要するにジンさん、父さんとグルだったんじゃない。グルーとは人聞き悪いね。カシウスの旦那には、あの人がカルバードに来た時に色々とお世話になったんだ。いつか借りを返したかったから、この手紙は渡りに船だったのさ。そうだったんだ。いつ僕たちが父の子供だと分かったんですか？最初に会った時にエステルが棒術具を持ってたから、なんとなくピンときてな。キリカに聞いて確信したわけだ。なるほど。まったく、一言ぐらい教えてくれてもよかったのに。私たち、父さんの行方がわからないで、ずっとやきもきしてたんだからね。それについては悪いと思ってる。ただ文面から、カシウスの旦那が帝国に行くことを隠したがってるような気がしてな。しかしどうやら、お前さんたちだけで、でかい仕事をやり遂げたみたいじゃないか。うん。ねえ、ヨシュア。もう話しちゃってもいいよね。こうなったら、事情を話した方が良さそうだ。僕たちだけで済ませるには、あまりにも大きい話だからね。エステルたちは博士の依頼でアルシア女王に面会したこと、そして囚われたクローディア姫を救出する依頼を受けたことを話した。なるほどな。晩餐会での話を聞いて、きな臭いとは思っていたが。よし、その依頼、俺も手伝わせてもらうぜ。これは心強いですね。あと一人誰が来るかっていうのはちょっと気になるけど。いいの？ああ、カシウスの旦那に恩返しする絶好の機会だからな。どうか、俺にも協力させてくれ。私たちの方からお願いしたいくらいだってば。まあ、コヤスかな。コヤスが来てくれればいいんですけど。改めて、よろしくお願いします。さすがに4人いねえときついから。ここは。これが地下ですか。こんな場所が存在していたなんて。予想以上の規模だな。セーブポイントっていうか回復ポイント。ロランス少尉。ありがたい。最深部まで案内できるかな。了解しました。おお、機械の化け物。ほう。古代のオーバーマペットか。いや、こういうのもザコとして出てくるのか。これラストダンジョンですね。すごい。あんな化け物を一頭で。君の方が反応は早かったようだな。やはり、本気の君には、あまり勝てそうな気がしない。ご謙遜を、さすがは牽制より受け継ぎし、神速の居合、しかと見せていただきました。まだまだ未熟だ。だが、時代の流れはあまりに早く、未熟者の成長を待ってはくれない。なんとか、この拙き両手で、王国の明日を切り開かなくては。なんか、大佐は大佐でやっぱり王国を守ろうとはしてるんでしょう。勇者たちよ、大いなる力への道は開いた。でも軍事国家。我らが愛するリベールの輝ける夜明けはもうすぐだ。諸君の働きに期待する。了解であります。我ら特務兵一丸となって大佐のために尽くす所存です。リベールの栄光のために。リベールの栄光のために。もしかしたらこれで収支の半分ぐらいかもしれない。状況は理解できました。バイトはこっから来そうで怖いです。エステルさん、ヨシュアさん、本当によくやってくれました。まさか、女王陛下直々の依頼を受けてきてくださるとは。運が良かっただけよ。でも、ここから先は運じゃ乗り切れないかも。気を引き締めてかからないとね。それが分かっているのであれば、私から言うことは何もありません。ともかく、
これでラッセル博士の依頼は達成ということになりますね。今後も何かとご入り用でしょうし、ここで報酬をお渡ししておきます。これで中間ですね。この調子で次の依頼も頑張ろう。来たね。2万。ランクアップだ。いや、金はすげえ溜まったな。特典としてキリン牙。なんだこれ。確率 10% 敵の STR とデフを下げますと。10% がきついっすね。さて、それから、ジンさん、あなたがカシウスさんに招かれて来てくれたというのは良好でした。永久遊撃士としての力を、どうか私たちに貸してください。ああ、そのつもりだ。旦那への借りを返す以前に、こんな大事件は放っておけんよ。最後まで手伝わせてもらうぜ。さすがジンさん、太っ腹。ところで、永久って何？聖遊撃士の実力を表すランクのことだよ。一番下の G から A までの7段階に分かれているんだ。それじゃあ永久って最高のランクってことじゃない。ジンさんってそんなすごい遊撃士だったんだ。俺なんざ永久の中でも下っ端の方さ。それに永久は大陸全土で20人くらいはいるんだが。20人結構いるね。その上に、実は非公式で S 級というランクがあってな。S 級あんの？これは国家的な事件を解決した遊撃士にしか贈られない称号なんだ。大陸全土でも4人しかいない。4人。どれだけすごいのか想像もできないんですけど。まあ、カシウスはその一人でしょ。どうやらお前さん、何も知らないみたいだな。カシウスはその一人ってのが、カシウスの旦那のことだぞ。やっぱりそうですね。いや、それ以外3人もいんのか。同等。まさか、ヨシアも知ってたんじゃないわよね。ごめん。実は知ってた。5年前に共和国での事件を解決してそうなったみたいだね。はあ、もう、いい加減怒る気もしないわ。王国軍大佐だの、影の英雄だの、剣聖だの、S 級遊撃士だの。そんなにすごかったんだったら、とっとと帰って、今回の事件も解決してくれりゃいいのに。確かに。その通りかもしれんな。そもそも、あの旦那がいたら、ここまで事件が大きくなる前にクーデターを潰していたかもしれん。ヨシア？どうしたの？少し妙だと思ってね。一連の事件は全部父さんが旅立ってから起こったことだ。まるで父さんの留守中を狙ってクーデターを起こしたような、なるほど。そんな印象すら感じるんだ。映画がもう誘導してるんですよね。帝国側に。帝国側におびき寄せて、この間にこっちを掌握すると。旦那が帝国に向かったのも、クーデター計画の一環だった。つまり、そう言いたいわけか。いえ、さすがに考えすぎでしょうね。あの父さんを気づかせないように誘導するなんて、可能とは思えない。よほど父さんの動きを把握して、その裏をかける人物じゃない限り。確かにそうかもね。私なんて、近くにいたのに何をしていたのか知らなかったし。まあ、旦那の裏をかけるなんて、例の大佐にも無理だろうよ。多分、二つの大きな事件が偶然に重なっただけだろうな。いずれにせよ、頼みの柱たるカシウスさんの力は借りられません。ですから、私も覚悟を決めました。これより、遊撃士協会オート支部は、緊急体制に移行したいと思います。緊急体制。緊急体制って？なんといっても、女王陛下直々のご依頼です。規約第3項。国家権力に対する不干渉の課せは、この時点でなくなったわけですが、それでも、軍とギルドでは根本的な戦力が違いすぎます。ジンさんはもちろん、オートにいる他の遊撃士全員にも協力していただきましょう。これは熱いですね。なるほど。確かに、情報部と喧嘩するなら、そのくらいの戦力は欲しいわね。できれば、他の国内支部にも協力してもらいたいのですが、今日になって、関所や発着場が軍によって完全に封鎖されました。テロリスト対策という名目です。実質上の戒厳令ですね。いよいよ敵さんの動きも本格化してきたってことだな。おそらく潜伏中の親衛隊や我々の動きを封じるつもりでしょう。人質救出は
手持ちの戦力だけで行うしかありません。正直、きつそうだけど、やるっきゃないわよね。ところで、人質が捕まってるのは、具体的にどこか見当がつきそう？なんかあれですね、森のとこに1個ありますよね。あそことか怪しいですけど。そうですね。先ほどからいろいろと考えてみたのですが、やはり一番怪しいのはエルベリ宮だと思います。エルベリ宮。森の中にある王家の建物ね。可能性は高そうですね。テロ対策という名目で特務兵たちが使っていたし、それに王族の女性をレイストン要塞のような場所に監禁はできないと思います。ただ、相手が軍なだけに確実な情報が欲しいところだな。間違いでしたで済む相手じゃない。ええ、その通りです。どちらにせよ、オートにいる他の遊撃士たちをここに集めなくてはなりません。そこで彼らに声をかけながら情報を集めていただけませんか？確かエステルさんたちは雑誌社の記者さんとお知り合いだったはずですね。あ、ナイアルのことね。確かに。何か情報がないか聞いてみた方が良さそうだね。それと、潜伏中の親衛隊にも、できれば協力を要請したいところです。こちらの線も当たっていただけると助かります。ということは、シスターになりすましているユリアさんに連絡を取るのね。紹介状の件で助けてもらったし、一度報告した方が良さそうだね。じゃあ、大聖堂も訪ねてみようか。オートにいる他の遊撃士は、クルツさん、グラッツさん、カルナさん、アネラスさんの4名です。酒場や普段使うお店、あとホテルなどにいると思います。なるほど、バラバラにいんのか。見かけたら、ここに集まるように伝えてください。うん、オッケー。それでは、早速出かけてきます。オートにいる他のそれぞれ見つけたら、それから親衛隊や問題はこうですね。ない。ないんだ。いや、すごいっすね。じゃあもう本当にシナリオをここ進めていく感じなんだ、メインで。まあ、ここでがっつり会話も変わってるでしょうから、セーブはしときましょうか。ここは開けなくていい。よし。置いた。グラッツさん、見つけた。おっと、優勝チームのお出ましか。晩餐会で城に泊まったそうだが、もう帰ってきちまったのか？さぞかしうまいもんを食ってきたんじゃないのか？確かに美味しかったけど、それどころじゃなかったのよ。それどころじゃない？これまでの事情と情報の依頼についてかいつまんで説明した。おいおい、マジかよ。残念ながら、かけねなしの本当だ。俺の二つ名にかけてもいい。不動の陣、あんたが動いているってことは、疑う余地はなさそうだな。よし、わかった。俺も協力させてもらうぜ。ありがとう、グラッツさん。まずは作戦会議をするので、ギルドに向かってください。みんな集まってくるはずです。わかった。後でな。一人はまあ、ここで買い物してるか、そこでアイス食ってるかですよね。リボンの子。いねえわ。こっちかな、じゃあ。絶対買い物してますよね。あれ、いねえぞ。マジか。いた。あら、新人くんたちにジンさんも一緒じゃない。もうお城から戻ってきたんだ。クリスさんは、そうなんだけど。ホテルでしょ。アネラスさん、少し時間をいただけますか？なに面白い話でもあるの？面白いかどうかはともかく、びっくりするのは確実かも。へえ、なんだか楽しそうじゃない。こんなところで立ち話もなんだから、
外の休憩所でも行こっか。これ一人ずつ説明していかないといけないんだ。念のために言いますけど、冗談じゃありません。大きな仕事になりそうなので、力を貸してほしいんです。ごめん。ちょっと混乱して、事態が把握できてないみたい。よくわからないけど、みんなギルドに集まるのね。エルナンさんが詳しい話をしてくれるはずよ。わかった。とりあえず行ってみるね。オッケー。あと2人ですね。あの姉ちゃんどこにいんだろうな。こんなとこ入れないっすよね。いやー、心当たりがないっすね、あの姉ちゃん。ホテルに普通に2人いる可能性あんのか。発着所も全然行ってないっすね。入れんだ。こんなとこいねえと思うけどな。言うとさ、教授はいるかもしんねえよ。いねえかな。誰もいねえ。受付の姉ちゃんしかいねえ。じゃあホテル寄ってみましょうか。そうですね。クルスさんの件はすごく気になりますね。なんか長引いてるっぽいですもん。3ヶ月前からっつってる。いねえし。どこだよ。上でしたっけ？こっちでしたっけ？いねえわ。あの時の記憶。あと少しで思い出せそうなんだが、まるで、もやがかかったみたいに。記憶を消されてるってことですか？クルツさん！よかった。ここにいたんですか？おや、エステル君とヨシア君か、ジンさんも一緒にどうしたんだい？俺たちが昨日、晩餐会で城に行ったことは知ってるだろ？その時に、この新米二人がとんでもない依頼を受けてきたんだ。とんでもない依頼？クルツさんには、多少詳しく説明した方が良さそうですね。これまでの需要と女王の依頼について説明した。それは、本当か？モッチの論だってば。だから、クルツさんにも手伝ってもらいたいのよ。いや、そうじゃない。陛下の依頼というのも確かに驚きなんだが、大佐が手に入れたという漆黒のオーブメントというのは、本当に存在するのか？てんのか？クルツさん？どうしたの？なんだか顔が青くない？クルツも洗脳された一人ですかね、もしかして。これは？ちょっと離れてろ。何今の？触れてもいないのに、ビリビリっときたわ。今のが気候だ。触れてもいないのに、肉体に直接作用する。時間がなかったから、荒っぽく行かせてもらったぜ。どうだい、気分は？ああ、すまない。もう大丈夫だ。いや、さすがですね。全部ではないが、ようやく思い出すことができた。思い出したのか。そのショックで、体が言うことを聞かなくなったみたいだ。思い出したって？前に話しただろう？
3ヶ月ほど前の事故さ。クルツさんが仕事中に記憶をなくした事件ですね。ああ。私はあの時、ある人物に頼まれて、黒装束の連中のことを調べていた。はい。そして、連中が運んでいた怪しげな代物を奪取したんだ。それは、漆黒のオーブメントだった。その人物というのは、もしかして。ああ。君たちの父親のカシウスさんだ。私は急いで、そのオーブメントを小包でカシウスさん宛てに送った。ああ、はいはい。これなんだ、まさに。はいはい。なんとかそこまでは思い出したよ。いや、これクルツさんの手柄ですね。それじゃあ、小包を送ったK そうですね、K でしたね。はいはい。私のことだ。ラッセル博士に解析してもらうよう、メモに進言した記憶がある。そうか。あの小包は、君たちが受け取ったのか。クルツさん。その後の記憶はどうですか？重要人物じゃん、クルツさん。父さんに小包を送った後、あなたに何が起こったんですか？ああ。発着場を出た後、誰かに声をかけられて、その後は、ダメだ。もやがかかったように思い出すことができない。あまり無理をして思い出そうとしない方がいい。体に負担を与えるだけだぜ。ああ、わかった。とりあえず、あの時のことを思い出せただけでも上出来だ。それにしても、一体誰がこんなことを、やっぱり、特務兵たちが何かをしたってことかしら。可能性はあるね。アガットさんを蝕んだ毒物もそうだったけど、特殊な薬品を開発してテストしているみたいだからね。記憶に負荷をかける作用を持つ薬品が使われたのかもしれない。なんだか気味が悪いわね。とすると、空賊のボスとか、ダルモア市長も同じってことね。私たちも気をつけないと。すまない。肝心の話がまだだったな。陛下の依頼の件を了解した。どうか、私にも協力させてほしい。でも、クルツさん、調子は大丈夫？ああ、記憶を取り戻して、逆に体が軽くなったくらいさ。なるほど。落とし前をつける意味でも、ぜひとも協力させてほしいんだ。その調子なら大丈夫そうだな。一旦作戦会議がある。まずはギルドに向かってくれ。わかった。恩に切る。薬の自爆みたいなの解けたっていう感じですね。あともう一人ですよね。いや、いなそうだな。どこでいいんだろう。もう一つの酒場ですかね。いないっすね。いや、わかんねえ。今までどこにいたか全然すれ違ってないですからね。こういうところもしれっといるのかな。それからあれか、武器屋とかそういうところにもしれっといる可能性もあるのか。まあ、一回先に、あれですね。ユリアさんに会いに行ってもいいかもしれないですね。あと、ナイアスとかその辺もか。彼女に居場所なら大司教は知ってらっしゃいますが、この辺の南東にいる細具室。ここですかね。おや、お前さんたちは？遊撃士協会のものです。こちらの大聖堂に、シスター・エレンという方はいらっしゃるでしょうか？おお、それでは、お前さんたちが彼女の協力者というわけか。知らされてんだ。事情は完全に分かっていらっしゃるようですね。彼女に頼まれたことがあって、その報告に参上しました。残念ながら、彼女はもうこの大聖堂にはおらん。今朝方、私に挨拶して、ここを去って行ってしまったよ。どこに行ったんですか？いや、残念ながら、わからない。王家との長年の付き合いから、彼女をかくまわせてもらったが。じゃあ、ユリアさんは保留ですか？今回の件について、私は彼女から
詳しいことは聞かされていないのだ。多分、教会に迷惑をかけたくなかったのだろう。そうですか。だが、安心するといい。ここを去るとき、彼女の目は希望の光に満ち溢れていた。絶望の末、自暴自棄になって出て行ったわけではなさそうだ。報告すらもしてね。それを聞いて、ちょっと安心しちゃった。でも、その様子だと、親衛隊には連絡つかないかも。ないものねだりをしても仕方あるまい。ひとまず、親衛隊の存在は脇に置いといた方が良さそうだ。残念ですけど、そうするしかありませんね。どうやら、大変な困難にぶつかっているようだな。女神は、自らを助く者を助ける。精一杯頑張りさえすれば、必ずや良き導きがあるであろオッケー。じゃあ次はないよ。まあ一応ここ見とくか。いねえな。さすがにいないっすね。編集長、やっぱり変ですよ。ないやじゃん。ドロシーじゃね。2日も連絡がないなんて。彼のことだからスクープを探して夢中になっとるだけだと思うんだが、確かに戒厳令に近い状況で何の連絡もないのは変だね。おや？あ、エステルちゃんたちだ。こんにちは、ドロシー。失礼します。君たちか。よく来てくれたね。どうも、こんにちは。ナイアルに会いに来たんですけど、ひょっとして出かけちゃってます？それが、ちょうどそのことを話していたところだったんだ。実はナイアル君、昨日と今日と編集部に来ていなくてね、連絡も一切ない状態なんだよ。昨日と今日ですか？これ捕まってる可能性ありますよね。誰かと会うっていう流れになって、その時に捕まった僕たち、一昨日の夕方に、ここでナイアルさんと話をしていましたけど。本当も何も、ナイアルの伝言を伝えたのはドロシーでしょうが、準決勝の後、ここに話を聞きに来たの？そういえば、そんなこともあったような。ねえねえ、ナイアル先輩、その時に何か言ってなかった？どこかに出かけるとか。誰かに呼び出された。確かにそうだったね。通信で誰かに呼び出されて、どこかに出かけて行ったんだ。君たち、そいつは本当かね？はい。どうやら、その時から今まで消息不明ということになりますね。そんな、先輩が死んじゃうなんて殺すな。縁起でもないこと言うんじゃありません。今日から定期船は運行停止してるらしいけど、昨日までは運行してたんだから、別の地方に出かけたんじゃないの？発着場に問い合わせたけど、名簿には載ってないって言うんだ。となると、やっぱりオートにいると思うんだけどね。お前たちがその記者に最後に会った時のことだが、そのナイアルって記者は何か記事になりそうなネタを話していなかったか？こういうご時世だ。マスコミへの軍の規制もかなりのもんだろう。どうだい？編集長さん。まあ、確かにその通りですよ。特に情報部絡みの話になると検閲されまくりという状態です。腹立たしいったらありゃしない。そういう状況じゃ記事にできそうなネタも少ない。だが、記者だったら少しでも新鮮で話題性のある記事を読者に提供したがるもんだろう。なるほど。情報部が検閲しても問題ない。新鮮で話題性のあるネタ。それについて、ナイアルさんが何か話していたかどうかですね。ああ、それだったら。はい。ですね。
縁談かな。縁談について言ってたんかな。うん。そうですね。おう。晩餐会の時に公爵が言っていたあの話か。なんだ、ナイアル君、君たちにも話していたのか。確かに本当だったら、すごいスクープになるからね。どうにかして裏を取ってみるとは言っていたが。ナイアルって記者はどうしてその話を知っていたんだい？王室関係者以外は知るはずのない情報だろう？確か、エルベリ宮に勤めている友達に聞いたって言ってましたね。オフレコだけど、姫様のことをテロリストが狙ってるらしくて。エルベリ宮にいる可能性は。それで姫様、エルベリ宮に内緒で保護されてるんですって。やっぱり。なるほど。これで裏付けが取れたな。もし、あの日通信してきたのが、離宮に勤める友人だとしたら、ナイアルさんも離宮にいる可能性が高くなってきましたね。そうか。確かにナイアル君だったら、姫殿下にインタビューするために強引に潜入することもあり得る。それで兵士に見つかって捕まってしまったのだとしたら。ナイアル先輩が死んじゃうだから死なないってば。でも、それが本当だとしたら、簡単に解放はされないでしょうね。クローディア姫と同じ立場になっている可能性が高そうだね。君たちは、一体何を知っているんだ？このオートで、いや、リベールで何が起こっているのか、知っているんじゃないのかね？ごめんなさい。それを話すわけにはいかないの。ナイアルさんのことは、遊撃士協会に任せてください。もし拘束されているとしたら、必ず解放されるよう計らいます。そうかい。わかった。よろしく頼むよ。お願いね、エステルちゃんたち。ナイアル先輩を助けてあげて。任せておいて。オッケナイアル先輩を助けてあげて。じゃあ、あとギルドの姉ちゃんがここにいるかですね。はい。いやー、武器屋とかは寄ってるしかないですね、とりあえず。まあ、この辺どっかにいるんじゃないですかね、しれっと。いた。ほら、いた。オッケー。カルナさん。おや、あんたたちか。ジンの旦那まで一緒に。一体どうしたんだい？実は、かなり面倒な話になっちまってな。なんだい？ただごとじゃなさそうだね。これまでの事情と女王の依頼についてかいつまんで説明して。どうやら冗談じゃなさそうだね。関所と発着場が封鎖されたきな臭いとは思っていたが、事情は分かった。私はどうすればいい？まずは、全員で作戦を練ろうという話になりました。ギルドに向かってください。了解だ。一足先に行ってるよ。こんなとこ飛べる。あ、そうか。ちなみに品揃えは変わってないですね。いや、金があるのに何もできないっていう。あ、これもう全員でしょ、多分。どう？みんな上にいんのかな？いねえじゃん。誰もいねえ。あ、いたいた。話が大きすぎて、さっきは混乱しちゃったけど、協約自体が飲み込めてきたわ。これだけの事件となると、さすがに緊張しちゃうわね。さっきは、かっこ悪いところを見せてしまったね。自分の記憶のことは気になるが、今は、女王陛下の依頼に集中するよ。あのリシャール大佐が、まさかクーデターとは、俺たちは、すっかり騙されてたってことか。オリビエだけはもう完全に放置です。こんなに大きな依頼は私も初めてだよ。いや、オリビエも失敗は許されないし、作戦は綿密に立てないとね。そのとこはしっかりしてるぞ。他の遊撃士は全員集合したようですね。記者さんと親衛隊の方には、なんとか連絡がつきましたか？残念だけど、
両方とも連絡がつかなかったの。ですが、必要な情報は大体集まったと思います。雑誌と大聖堂で手に入れた情報を説明した。なるほど。クローディア姫がエルベリキューにいるのは間違いなさそうですね。親衛隊の方は残念ですが、捕まってないことが分かっただけでもよしとしましょう。それじゃ、早速始めるかい？ええ、全員で人質救出作戦を練ってみることにしましょう。以上が現在進行している情報部のクーデター計画の詳細です。それを踏まえた上で、大都市部は女王陛下の依頼をお受けしたいと思っています。まさか、そこまで大それた陰謀が進行していたとは、見抜けなかった自分の不甲斐なさが腹立たしい限りだ。確かに、あの特務兵って連中、うさんくさそうだったけど、リシャール大佐がかっこよかったから、つい信じちゃってたみたい。しかも、風俗事件やダルモア市長の事件までも、裏から操っていたとは。随分と私らを舐めてくれるじゃないか。こりゃ、落とし前をつけないと、どうにも収まりがつかねえな。それでは、皆さんも協力してくださるということで、構いませんか？もちろんだぜ。遠慮なくこき使っておくれ。借りは、返させてもらう。私も喜んで。うわぁ、すごいことになってきたわね。さすがに頼もしい限りだね。それでは、具体的な救出作戦を練ることにしましょう。特務兵が強いですからね。人質の命がかかっている以上、あまり悠長な作戦にはできません。多少力押しになりますが、拠点攻略の形を取りたいと思います。侵入ルートを探す時間はないし、確かに、それしか方法はなさそうだな。しかし、離宮を攻略するとしたら、役割分担はどうするつもりだい？陽動班と突入班の二手に分けるのが確実だろう。何らかの騒ぎを起こして、離宮にいる戦力を引きつけてから、その隙に別動隊が突入する。しかし、相手は王国軍の中でも、精鋭に当たる情報部の特務部隊だ。欲を言えば、陽動時の陽撃班と突入時の撹乱班も欲しいところだな。いや、たくさん必要じゃね。それってどういうこと？陽動して追いかけてきた敵を待ち伏せして叩くのが陽撃班。敵を混乱させて突入をやりやすくするのが撹乱班だね。なるほど。でも、この数じゃそんな役割分担は無理じゃない？ええ。残念ながら他の支部にも連絡したのですが、発着場と関所が封鎖されているため、遊撃士がこちらに来られない状況です。そっか。こういう時にシャラネーやアガットがいてくれたらな。ジンさんの言う通り、陽動と突入の2班だけではあまりにも危険が大きすぎます。何か別の案を検討した方がいいかもしれません。いや、足りない戦力は我々が補わせていただこう。あ、来たユリアさん、来た。ユリアさん。おお、周遊道であったあの時のシスターじゃないか。親衛隊もお初にお目にかかる王室親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ中尉だ。あなた方の作戦に我々も協力させてほしい。これはありがたいですね。なるほど。お話は分かりました。あなたを含めた9人の大使が協力してくださるわけですね。9人多いっすね。皆それぞれの方法で王都に潜伏している最中だ。だが1時間以内に全員を集結させることができるだろう。それはいいんだけど、ユリアさん、どうして私たちが人質を救出しようとしてるって分かったの？僕たち、それを伝えようとして大聖堂に行ったんですけど、ユリアさんには会えなかったんです。そうか。すまなかったね。ただ君たちが陛下から依頼を受けたことは知っていた。それも、昨日の夜のうちにね。昨日の夜？それって、私たちが女王様と会ったすぐ後ってこと？その通りだ。我々は情報部も知らない特殊な連絡手段を持っていてね。君たちの手助けをするよう、陛下からご指示があったのさ。
特殊な連絡手段？ユリアといえばあれですよね。クローゼのあれですよね。鳥ですよね。多分。なんと言ったらいいのか。まあ、そいつはいいだろう。大事なのは、遊撃班とかく乱班が何とか確保できるってことだ。ええ、これで作戦の成功率が跳ね上がりました。キウイでした。早速、役割分担を決めてしまいましょう。了解した。まずは陽動だが、これは我々親衛隊のうちの5人のメンバーが担当しよう。確かに、指名手配中のあんたたちが現れたとなれば、敵も引っかかる可能性が高いな。あ、そういうことで。具体的には、周遊道の外れに停泊している情報部の特務飛行艇を狙うつもりだ。特務飛行艇って、特務兵たちが乗ってたあれ？周遊道の外れに止めてあったんですか？そういや、封鎖されて入れなかった場所があったな。私の調査だと、数名の特務兵が常に見張りをしているようだ。これを叩いて、離宮に連絡させて、応援部隊をそちらに向かわせる。あ、なるほど。その応援部隊を遊撃班が返り討ちにするってことね。ならば遊撃班は私たちが引き受けた方が良さそうだな。確かに、森での戦闘は魔獣退治で慣れっこだからな。ガンナーもここにいるし、うってつけじゃないかね。まさに、適材適所だと思います。では、かく乱班と突入班ですが。かく乱班は陽動班と同じく親衛隊のメンバーが務めよう。その方が特務兵たちの注意を引きつけられるはずだ。ということは、僕たちが突入班として人質を解放するわけですね。みんなのお膳立てがあって初めて成立する大切な役割だ。気合を入れる必要があるぜ。もう一人欲しいですけどね。そう言われると、ちょっとプレッシャーかも。そう心配することはないさ。なんといっても武術大会の優勝メンバーだからね。敵の大部分は私たちが何とかしよう。君たちは人質救出だけを考えてくれればそれでいい。ユリアさん、先輩たち。僕たちだけで人質を救うわけじゃない。力を合わせればきっと大丈夫さ。よし、やるっきゃないわよね。おっと、いい気合だな。これで作戦会議は終了ですね。作戦決行は夜。闇に紛れてが望ましいでしょう。一度作戦が始まってしまえば市街地に戻る余裕はありません。今のうちに足りないものを揃えてきてはいかがですか？あ、それもそうね。私はオートに潜伏している部下に連絡を取ってこよう。準備はできてるの？それじゃあ一旦ここで解散ですね。作戦が始まったら余裕は全くなさそうね。今のうちに装備をきちんと整えておかなきゃ。突入の方は任せたよ。何？あんたたちならきっとやってのけるさ。情報部も人質なんて姑息な手を使いやがって。絶対お姫様たちを助け出してやろうぜ。この作戦は私たちにしか決行できないものだ。必ず成功させようじゃないか。本当は CP を貯めたいところではあるんですけど、まあいいか。もう依頼もないですしね。セーブだけ分けていきましょうか。おや、皆さん、一度作戦が始まってしまえば市街地に戻る余裕はありません。もう準備はお済みですか？やることねえ。わかりました。それでは時間まで作戦を細かく詰めてしまいましょう。さてと、集合場所はここでいいのよね。アンバールの石碑のある休憩所だからここで合っているはずだよ。問題はユリアさんたちが見つからずに来られるかだけど。その心配は無用さ。ちなみにね、オーブメントとかもね、ある程度3とかにしてあるんで、多分大丈夫。いつの間に？ヒットポイント3とか、回避3とか、そういう。よくそれだけの数がオートに潜伏できていたもんだな。行動力3とか。我々の理解者は
市民にも大勢いるものでね。こちらの準備はできている。いつでも作戦を始めてほしい。よし。ちょっとオリビエがいないのがあれですけどね。エステル君、号令をお願いしたい。私がもともと、君たちが受けた女王陛下直々の依頼だ。ああ。お前さんの号令で始めるのが筋ってもんだぜ。でも、私、まだ新米だし。主人公ですからね。関係ないさ。あんたなら文句はないよ。ただし、あんまり大声を出さないようにね。我々は手伝いだ。依存は全くないよ。エステル、自信を持って。細かいことは考えるなって。こういうのはノリさ。ノリ。うん。全作戦要員に告げる。これより、エルベリ宮攻略、および人質救出作戦を開始する。さすがに腹が減ったな。そろそろ交代時間じゃないか。おいおい、たるんでるぞ。いつ潜伏中の親衛隊が現れるかもしれんのだからな。逃亡してるのはどうせ10名にも満たない数だろ。そんな連中、大佐が本気になればあっという間に狩り尽くせるさ。やれるものならやってみるがいい。親衛隊中隊長ユリア・シュバルツ。いやー、こう熱いね、展開がこう。で、エルベリ聞け！特務艇から連絡があった。どうやら親衛隊の残党がのこのこと現れたらしい。至急現場に急行し、これを機会に奴らを殲滅する。ラジャー！なんとか片付いたか。多いね。バカな連中だ。飛行艇はロックされている。簡単に使うことはできんぞ。おとなしく大佐に従っていれば命だけは助かったものを、己の顔面さを呪って死んでいくがいい。かかれ！遊撃士やと？貴様ら、軍に歯向かうつもりか？あいにくだが、君たちはすでに違法的存在だ。陛下のお墨付きがある以上、遠慮なく行かせてもらうよ。よし、遊撃班が動いたぞ。まず、自分たちが先行して前庭で残存兵力を引きつけます。その隙に、あなた方は離宮内部に突入してください。わかったわ。エイドスの加護。オッケー。ちょっとこれでセーブして、パートを開けます。ちょっと休憩を挟んでパートを開けます。よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。